チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい。皆様、こんばんは、こんばんは。音声聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。皆様来ていただいてありがとうございます。本日は、占い師 V と左翼 V が未解決事件は終わらせないといけないからを実況プレイということで、謎の未解決事件の真相を追うミステリーゲーム、未解決事件は終わらせないといけないからを、初見実況プレイしたいと思います。ちょっと二人とも内容を知らないですし、犯罪行為やハラスメント、暴力に関する描写のあるゲームということですので、視聴にはご注意ください。ということでですね、今日もスカーレタ・クローワルツの音花風花さんと一緒に実況していきたいと思います。風花さんよろしくお願いします。はい、占い師系魔法少女音花風花でございます。スカーレッタ・クロワルツ、ピンクの方の人権派占い師です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、スカーレッタ域、新しい用語が生み出されている。はい、いいですね。嬉しいですね。はい、ということで、のんみねんさん、しょうがさん、サリーさん、小金ほなみさん、来ていただいてありがとうございます。おつからすです。コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。音声 OK ですということで、大丈夫そうかな。助かります。ありがとうございます。はい、いつも調整があれで申し訳ございません。2年やっているというのにで、あれなんですけど。ということでですね。あと、いつも宣伝してるんですけど、あれ狂ったかな大丈夫かなおや大丈夫かな、
いつも宣伝してるんですけど、すずりショップカフェスカーレッタクローワルツを開設しました管理音花風花さんがやっております。たくさんのね、グッズとかが、ですね、今、ショップ表示されてると思うんですけど、よろしくお願いいたします。あと、生姜さんがやってらっしゃる安倍晋之助さんの、署名がありますので、ぜひとも皆さんもそちらも協力のほどよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。ということで、チャット欄は概要欄のルールを読んで、ですね、協力をお願いいたします。お願いいたします。一瞬ぐるったけどすぐ戻った。なんかね、やっぱまあでもこの時間帯、まあでもゴールデンタイムなので、しょうがないところはあるかな。ある程度はね。まあ最近なんかやっぱ悪の AI とかの侵入があり、なんか Chrome が異様な動きをしていたり、ちょっと気持ちが悪いので、そういったものはね全部切るようにしているんですけれども、私の回線がまあ北海道から通信しているので、まあちょっとねもしかしたらあんまりあれなのかもしれないので、まあ場合によっては解像度下げたりとかも考えようと思ってるんですけど、とりあえず今は、このままでいこうと思います。もし回線に問題等発生しましたら遠慮なくコメント等書き込んでいただければと思います。はい、お願いいたします。でもそうね、やっぱ AI のクローラーとかそれに割かれてるリソースとか、まあ、やっぱのせいで、やっぱその世界の有限のネットワーク環境的なものが侵されているのではないか説はあるので、最近ネット調子悪いよねってやっぱ AI がはびこってるからっていうのは、まあ陰謀論ではなく割と事実の可能性はあるかな。だってなんか普通に YouTube にデフォルトでね、質問機能とかついてるし、いや、質問するってその内容が間違ってたらどうすんねんっていう感じなんですけど。いやー、まあいいけど。一ノ瀬さん、ここからです。基本私は翻訳などにはまあ確かにね、ディープ L とか使っているので、ああいった技術は取り入れてますけれども、まあ必要のない限りは生成 AI 反対ですので、はい、よろしくお願いいたします。はい、そうですね。福祉とか医療、私も福祉医療に必要な AI っていうのは、それで救われる人々が増えるのであれば、それが多分100点だと思うので、それに使われる分にはいいんですけど、やっぱ他はね、人権侵害してなかったらいいんですよ、その学習元がね。でも何を学習しました、何を食べて飲み込みましたかっていうところがやっぱ若干不安、なので最近ね代替テキスト画像につける画像を解説するキャプションみたいな、あれをやっぱ考えるのが大変だったり苦手な方とかもいるから、それを生成するだけの、でその読み込ませた画像はもう学習しないタイプのクリーンなオルト専門生成 AI は欲しいなって思ったんですけど、誰か開発しませんか誰か開発しませんかとか言ってるんですけど、やっぱそういう目的だけにね、特化すれば別にいいんですけどね、まあそうじゃないのでね、悲しいことに、はい。まあやっぱ大事な、まあ使いどころというか、使いどころと人権侵害ですよね。でやっぱ用途も絞らないと、やっぱ発電力であったり、それの排熱とか、まあいろいろ環境的なでね、負荷も大きいと思うので、はい、データセンター建設敗退、はい。ということでですね、すいません、ちょっと前置きが長くなりましたが、始めていきたいと思います。ということで、まあミステリーゲームなのでちょっと怖い描写とかおそらくあると思いますし、まあ人権侵害的な内容がもしあった場合には、それは批判を加えつつですね、ちょっと実況していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは始めていきます。はい。で、どんなゲームなのか。私はクラゲです。はこういうゲームじゃないですよね。ちょっとびっくりしました。振り返ってみると、波に揺られて方向も定まらないまま70年余りの歳月を漂っただけ。出会った人みんなにむやみに毒の針を刺してばかりでした。見えますか？私を抱きしめようとした人たちに傷だけが残って、私のいる場所には廃墟しかありません。私はこの世に浮かぶ一匹のクラゲに過ぎないのです。かつて警察官という職業に就いたそのきっかけすら全く思い出せません。ほら、子供を失って悲しむあの家族を見てください。
私はたった一度でもあの血のような涙を拭いてあげたことがあったでしょうか。警察官は悲しみと苦しみが作り上げた空間です。警察署ですね。すいません。なぜ私はわざわざあそこに入ったのでしょうか。どうして人々に嘘をついて慰めと希望を与えられるふりをしたのでしょうか。多分ただの利己心だったのです。張り付くところを必要としていただけでした。ああ、もうやめなければ。この後悔だけが残った漂流を終わらせた方がいい。これで私は初めて世にためになる決断をします。皆様、今まで申し訳ありませんでした。どうか。警察批判鋭いですね。これはでもなんか引退した警官の方の術会とか詩っていう感じなんですかね。どっちかっていうと遺書とか遺言とかそんな感じっぽいの感じがしますけどね。なんか最初からすごい不穏ですね。ただ警察官ってやっぱ正義のヒーロー的なイメージは子供の頃持ってましたし、実際はそうじゃないといけないんですけど、やっぱ、権力におもねったり警察署の中でも犯罪を犯したり、なんか最近なんかあったでしょ、検事と容疑者になんとかうんたらみたいな、あれがそのなんだろう、双方の合意があったとしてもなかったとしても検事の方が、容疑者より確実に検察とかの方がね立場が高いから、なんかもっとお前に罪を積んでもいいんだぞみたいな感じで脅してたりとかしたらどうしようと思ったんですけど、私はちょっとフラッシュバックが怖くて記事を見れなかったのであれなんですけど、やっぱちょっとなんでしょうね、正しく使ってほしいですね。何にせよですけど、その AI もそうだし、警察が持っている力とか、その、影響力とかを正しく、社会正義と公共の福祉と人権倫理に基づいて行使してほしいなと思うばかりです。はい。おばあちゃん、おばあさんと初めてキャラクターが登場したかな。来ましたね。なんて清崎青さんっていいのかな。ちょっと漢字の読み方をいつも名前を間違えるんであれなんですけど、はい。あ、名前が出ましたね。どちら様でしょう。スイカ、これ名前読めない。多分ね、金木犀セイカさんか。おそらくセイカかサイカ。セイカさんかサイカさんか。動物のサイもこの感じのだと思うんですよ。ただ、亡霊がなんで警察の格好してるんだろう。っていうことは、でも警察、さっきの警察はなんか70代の方のような術会でしたし、あれ、セイカさんのセリフどうします？私読みますか？引き続き。どうしようかな。まあそうですね、別に、そうだな。とりあえずそれでいきましょうか。はい。あの子のこと覚えてませんか？セイカです。宮城セイカ。宮城セイカ。セイカって。セイカちゃん行方不明事件の子ですね。はい、おばあちゃん。そうです。あなたが見つけてくれたあの子、どう成長したのか知ってますか？セイカの家族が取り戻した日常があなたには廃墟にしか見えないんですか？医師が言うには、私の頭の中はまるで作品のない古い図書館のようだと。すみませんが、私にはあなたが誰なのか全くわかりません。その警察の制服を見ると、サイカちゃんの亡霊ではなさそうですが。忘れた罪をまた暴こうとするあなたは、私を裁きに来た審判者ですね。あ、名前が審判者に変わりましたね。だから、サイカちゃんっていうのが、今回行方不明になった、少女の名前で、この人は警察官、審判者っていう存在として、この清崎さんっていう人の前に立ちはだかってるっていうことなのかな。ちょっとまだ全然ストーリーの全容がわからないですね。
見る限りおそらくはその清崎青さん、宋さんが警察官だった時にそのさやかちゃんを見つけたというところ。ああ、そっか、もしかして過去の自分か、これ。可能性的には、ただもう己の姿すらは思い出せないぐらいやっぱ感じになっちゃった記憶が混濁しているというか、心が苦しいのかもしれない。そりゃ件数で言えば数字になっちゃうけど、被害者とかその被害者家族たちってやっぱ一人一人名前があるから、ただ10件って片付けるのは簡単だけど、10個の関係性がそれぞれにあって、いろんな方々がいっぱいいるわけですよ。やっぱそこに現場の人たちって直面してるから、次の事件をさっさと解決しろとか、そんな難しくて、どうせ家出なんだろうから、そっちじゃなくてこっちのなんかこう市議会議員とかのその権力がある人の方の困りごとを先に解決しろみたいな、よくあるクソみたいな感じで、やっぱ現場の人はそうやって心が殺されていっちゃうんじゃないかなってとは思うけど、どうなんだろうな。そうですね。615さん、悲しみさん、コンカラスです。ご心配おかけしましてすみませんでした。配信ですね。おかげさまでリハビリとかできたので、ありがとうございました。お休みいただきましたので、はい、これから頑張ってまたやっていきたいと思ってます。ありがとうございます。烏丸さん頑張りすぎて倒れる人なので、皆さんでしっかり止めてくださいね。よろしくお願いいたします。私も頑張って止めますし、頑張ってね、スカーレットとして頑張って一緒に活動していきますが、一人じゃちょっとね、やっぱお互いにお互いを尊重し合う感じでね、こうやっていける。やっぱこの感じすごいですよね。烏丸ラジオリスナーの皆様と烏丸さんのこの絆すごいですね。いや、皆さんありがとうございます。いやね、酷暑でもうすでに暑いので、皆様も水分補給であったりとか、しっかりよろしくお願いいたします。我々もしっかり水分補給していきます。はい。はい、ということで続きちょっとやっていきます。はい、裁くというより教えてあげたかったんです。あなたがどんな人生を送ってきたのか。審判者さん、ご存知でしょ。私はさやかちゃんを見つけてあげられませんでした。さやかちゃんの父親、宮城哲郎さんの望み通り、あの事件は未解決事件として残っています。望み通り未解決事件？どういう意味ですかね。普通解決してほしいってなるんじゃないですかね。なんかちょっとよくわからない、また描写が。自分の自分の過失がバレたくないとかあるじゃないですか。もし嫌ですよ。自分が一瞬目を離した隙のせいだから自分が責められたくないから、でそれがバレちゃうから未解決事件のままにしてくださいみたいな。でもそれさすがにそうじゃないだろうけど一応これ日本語翻訳されてる文なので、もしかするとそこのなんかあれがなんかニュアンスの違いかもしれないですけど、はい、どうだろうな。父親犯人説が早速逃れてるけど、続きをお願いします。そうですね。正直子供の事件のほとんどは親とか知り合いのあれが犯人なので、それとりあえずやっていきましょう。はい。さやかちゃんが母親の前から姿を消して。お父さん、それはできません。未解決事件だなんて。宮城哲郎。聖火さんか。ようやく振り仮名が。振り仮名最初に振ってほしかったけど、しょうがないか。聖火さん、なるほど、なるほど。聖火の父、宮城哲郎さんに対して誰かのセリフ、お父さん、それはできませんっていうのがあるのかな。聖火の失踪届は公式に受理されたんですよね。つまり、娘が行方不明児童としてシステムに登録されてるんですね。ならいいんです、それで。刑事さん、お願いします。これ以上、娘を探さないでください。娘が今どこにいるか、もう聞かないでほしいんです。どこか、聖火の母親が絶対に見つけ出せないところで、娘がただ生きていられるようにしていただけませんか。
娘はいつものように公園で遊んでいてどこかに消えたんです。ただそれだけで、目撃者も容疑者もいない完璧な行方不明じゃないですか。だから、これから永久に未解決事件のままにしておいてください。土下座でも何でもします。どうか。犯人じゃん。どういうことですかこれじゃあこれ今のモノローグが事実だとすると、宮城哲郎さんは、マジで、聖華さんが行方不明のままにしておいてほしいと、わざわざ警察にしかも頼みに行ったということになりますよね。いや、ちょっと待って。犯人ムーブすぎるんですけど。いや、だと、2パターンぐらいあって、本当に父親が、はい。例えば行方不明児童とかっていうその肩書きとかでいろんな支援金であったり、こう、社会からの同情を引けたりするっていうネームバリューが惜しくなるっていう場合であるか、加害者であるかですけど、もう一つは、母親に見つからないところって言ってたので、母親がもし虐待をしていた場合ですね。そうですね。そのパターンは考えられる。もしかしたら、そう。で、執着しているっていう、子供に執着して、守ろうとしてどこかに預けてもそこに取り返しに行ってしまう。で、やっぱ親の親権って強いので、やっぱ両親の多分、権限が一番強いので、多分に預けるとかでもおそらく親が来たら連れてかれちゃうので、そうやってその虐待から守るために、いなくなったことにしておいてくださいっていうところなのかもしれないですけど、もっと他の解決方法が欲しい。それだとしても。そうですね。それはちょっと強引すぎるというか、なんていうのでしょうか。まあ、通常の手段ではありえないですよね。だって家ですればいいだけの話じゃないですか。で、なんで行方不明事件として捜査されているのかっていう。まあ、だから、ちゃんと人権を守られていない状態に陥ってるかもしれないのに放置しろっていうのはちょっと尋常じゃないなと思います。ちなみに、こちらのゲームの開発元でパブリッシャーですけど、ソミさんっていうですね、インディーズの韓国の、作品だということです。はい。なので、ちょっと続きをますますわかんなくなってきたけど、やっていきましょうか。あのように記憶しているんですね。疾走課の課長として退職前に担当した最後の事件でした。宮城哲郎さんが言ってくれたとき、安堵した私の顔を見てください。あの人は知っていました。私には事件を簡単に終わらせるための言い訳が必要だったということを。形だけ拒否しましたが、私の卑怯さは押し込んでもすぐはみ出そうとしていたのです。おばあちゃん、歴史とは不完全な記憶が文書の不備と出会うところに生まれる確信だと言います。どういう意味ですか？あなたは全然分かっていないという意味です。聖華ちゃん行方不明事件の最初と最後を思い出せますか？その両端をつないだ線の上に糸を編めるように私が手伝ってあげましょう。ですから、最初は聖華ちゃんの母親が私に電話して通報を。そうです。覚えています。聖華ちゃんが公園からいなくなったと。でもなんか歴史に関する記述がちょっと先ほど言いましたけど、韓国のゲームなのでちょっと眼蓄ある感じですね。はい。ですね。ということで、またセリフのパートになりましたが、ちょっと待ってください。落ち着いてゆっくり話していただけませんか？どちら様ですって？セイカーさんのお母さんが、これ名前が出てないけど。ってことですかね。だね。どうします？私が清崎刑事やって、お母様役烏丸さんやります？そうですね。私読みますか。刑事さん、清崎刑事さんですね。私のこと覚えてますか？あの時、聖華ちゃんに会いに来てくださったじゃないですか。
私が呼び鈴を鳴らさないでくださいと。覚えてますよね。刑事さん、どうしましょう。早く来てください、刑事さん。娘がいなくなりました。公園で。あ？え？どういうこと？どういうこと？じゃあいなくなる前に何かしら交流があったっていうことですよね。いなくなる前から知り合いだったっていう。それかどうなんだろう。下手すると自走に帯同したのかもしれない。ああ、そうですね。さっきの虐待説からいくと。まあ、通報された時で、自走ってなんかすごい悪者に書かれがちですけど、あの人たち権限ないので、家の中に入る時って警察が必要なんですよ。だからそうなんですね。はいはい。だからなんか確か自走の人とかだから招き入れてくれない限りです。家人が招き入れてくれない場合とかにはその警察の権限が行ったりするらしくて、なのでその自走の方とかがその警察の方と帯同してもらっていくみたいなことはなんかあるっぽいけど、どうだったかな。よし、とりあえず続きを言います。最後にせいかちゃんが公園にいるのを確認したのはいつですか？これは清崎さんの記憶なのかな？でしょうね。最後にせいかちゃんが公園にいるのを確認したのはいつでしたか？3時33分でした。間違いありません。せいかちゃんがいなくなってからもう3時間近く経ってますよ、刑事さん。7歳の女の子が一人歩きで行けそうなところはもう全部探してみました。もうどうしたらいいか。悪い想像で頭がいっぱいになってずっと振り払おうとしていますが。自首ですかって出てる。もう今出てる情報一切全部つなげないんですけど、何が起こってるの？どういうことなんだ。ナミさんコンカラスです。安倍晋之助、いや嫌なとこでつながってくるな。はいはい。なんだよな。実習ですか？これは元英語教師、また新キャラが出てきました。匿名の方、元英語教師なるキャラクターが出てきました。はい、自首します。私がやりました。この真ん中の男性っぽい人ですかね。はい。女の子が行方不明になったんですよね。公園で3日前に。私が一緒にいました。その子を誘拐したんです。本当に申し訳ありません。重い罪を犯しました。お金が必要であんなことを。申し訳ございませんでした。おかしいでしょ。どういうこと？なったんですよねって言ってる時点でどんどん話がわからなくなっていく。お前じゃないなっていうのはわかる。ただだからよくあるパターンだと誰かをかばうなんですけど、それかそこの目撃証言が上がってくるともっと重い罪が出てきちゃうから、こっちで、であと遺体が出てこないことには殺人かどうかは決められないので、遺体が出てきてない限りはみたいなのかな。どうなんだろう。ただ画面が小さくてちょっとすいません、見づらいと思うんですけど、左下になんか小さく死亡って書いてあるんですよね。すごい不穏なんですけど。本当だ。タグですか？タグですね。タグ。なんか SNS っぽく展開していくんですね。ちょっと都市会を思い出すんですけど。そうですね。すべてあなたの責任ですって。それはどういう意味ですか？刑事さん、本当のことを話します。これ英語教師の方のセリフですね。ですかね。はい、死んだんです。あの子はとっくに死にました。もうこの世にいないんです。審判者さん、これで全部です。私の記憶にあるあの事件のことは。ようやくわかりました。あなたがあの世との境目まで来て、最初と最後を見つけろと命じた理由が。あなたは時間と空間の門番なのですね。名前がヤヌスに変更されました。もしかすると、多分神話とかの神様のとかなんか韓国の民話とか神話の
伝承に出てくるのかもしれないけど、ギリシャかな。ヤヌスって何でしたっけ？ギリシャ神話の神でしたっけ？はい。大体なんとかヌスってついてたらギリシャ神話かなっていう感じがします。ですね、ちょっとすいません、ヤヌス伝説を記憶にしてなかったのですけども、はい、ちょっとヤヌスのセリフを読んでいこうと思います。相沢さん、コンカラスです。私は、すっかり忘れていました。もしかしたら、くだらない罪悪感に覆われ、記憶を消そうとしたのかもしれません。聖華ちゃんを連れ去った人が後で自首しても知らないふりをした記憶と、あの子がもう死んだことを知りながら最後まで真実から目を背けたことも、すみません。この罪深い老人に救いを与えないでください。セリフ読む前に、ローマ神話のそうですね、神様みたいで、物語の始まり、終わり、そして推移を見守る、司る、相当の守護神として書かれることがあるようです。顔が2つ合わさってるようなコインとかがあるんですけど、それがヤヌスですね。はい。ローマの方か。そうですね。じゃあギリシャに対応したら誰になるんだろうな。クロノスなのかな。はい。あ、そうだな。どなたなんでしょう。ちょっとすいません。ギリシャ神話知識が疎くてあれなんですが。はい。ただ、この清崎さんからすると、自分の人生がまあ、そろそろおそらく最後に術解してた最初のね、クラゲを自分を例えてた警官さんがこの清崎さんなので、まあ自分の人生70歳でそろそろ終わりそうだというようなことで術解してるのが、まあ、相手がヤヌス神っていうことだと思います。はい。ですかね。聖華ちゃんが生きている、もうお亡くなりになっているということなのであれば、でもし死後の世界っていうものを信じるのであれば、今から自分が死してしまうかもしれないと。それで聖華ちゃんにやった時にどんな顔をすればいいかとか、もうなんかごちゃごちゃって。今心がぐちゃぐちゃなのかもしれない。おばあちゃん、怖がることはありません。私をどう呼んでも構いませんが、まだ目を閉じようとはしないでください。地獄も煉獄もあなたの居場所ではありませんから。聖華ちゃんがいなくなったのは公園でしたよね。まずその場所の記憶から思い出してみませんか？確かに。もっと多くのかけらが広がって見えますけど、歳月を重ねた傷跡のようにかすかです。いえ、うまくやれていますよ。記憶のかけらが思い浮かんだなら、そのうちの一つをつなぐ線を引いてみましょう。記憶のつながりを作るんです。色あせて薄くなったシミも流れる水にさらされるとまた色づいて広がりますから。なるほど。さっきのシーンに戻りましたが、なんか公園のハッシュタグをこれクリックできるようになってる。あ、こうやって操作を進めていくのか。っていうか本当に都市会っぽいですね。都市会っぽいですね。はい。ちなみに、BGM とか大丈夫でしょうか？大丈夫でしょうか？はい、調整できるっぽいですが、他の要素はちょっと小さいかもしれないけど、文字が調整できないっぽいので、すいませんが、このまま活かしていただきます。はい。ということで、公園か。公園ですね。なんか3つも出てきた。タグがついているこの話題に飛べるというかってことなのか。そういうことか。なんかちょっと小さいんで見づらいんですけど、公園っていうのがですね、ハッシュタグでついてまして、公園幼稚園文房具店飴というのと公園のみのやつと一人歩き通話公園。もしかしてこれどれかしか選べないっていうことはあるのかな？全部選べるのかな？
でも推理系でそれをされると困るんですよね。そうですね。ちょっとコズミックホイールシスターフットじゃないので、実況終わりました。よろしくお願いします。はい、ね、6月中に終わった奇跡のクエア配信なので、ぜひ、はい、ご覧ください。とりあえず上から聞いていきますか。そうですね。はい。多分その流れ、つながった。だよね、多分。構いません。聞き直します。今日の聖華ちゃんのスケジュールに普段と違う点はありませんでしたか？ありません。同じでした。聖華ちゃんのお母さんですね。平日は幼稚園に、週末は主に家族、みんなで公園に。聖華ちゃんの上の兄弟がいますらしき人がいませんか？お父さんっぽくないですよね。多分。画像のよりと。遠近法だとしても。でも、ちょっと背が小さい感じが。まあ、でも身長はあんまり関係ないっちゃ関係ないんですけど。関係ないけど。まあ、ただその、位置的には確かになんかちょっと、兄弟を示唆してる。かもしれない。団地の敷地内に公園が2カ所ありまして交互に行きます。私が一緒に行く時もありますが、車椅子で近づきにくい公園に行く時はめぐみさん一人で子供たちを連れて行くんです。めぐみさん？ちょっとまたなんか新たな人が出てきたけど、また新しいキャラが車椅子ユーザーなのかな、お母様が。そうかもしれない。この中のだからせいかちゃんかお母さんかが車椅子なのかもしれないですよね。それか、ケア児の兄弟がいるっていう可能性もあるか。一人で置いて家にいるとねっていうところの可能性もあるのかな。そういえば最近ずっと同じ公園に行っていた気がします。今日もめぐみさんが同じところに行きますって子供たちが行きたがるそうで、違う公園に行っていたらこんなことは起きなかったかも。帰りに団地の前にある文房具店に寄ってくることもよくありました。アポロンと言います。またギリシャ神話。太陽神ですね。その店の飴が好きなんです、娘が。さっきのちょっと選択を選ぶ前になんか他のあれが出てきた。こっちクリックできなくなっちゃった。ってことは3択だったのか、もしかして。いや、多分進めたら戻ってこれるのかもしれない。そうですね。別の、はい。でも公園に今打ち消し線入っちゃったのか。ちょっとどうなんでしょうね。わからないけど、でもとりあえず犯人らしき元英語教師の方の公園にもクリックできるので、多分順番をつないでいって順番が来たら開けるのかもしれないですね。多分。ちょっと慎重に選ぶようにします。はい。ということで犯人と自称する英語教師の話を聞いていきます。もうだってこっちにこっちからこっちに行けるんだ。なるほど。でもセリフだけで確実に犯人じゃねえなてめえっていうのだけがわかるっていう、ね。そしたらとりあえずこっちの一人歩きとかが入ってる方のタグにしますか。いいです？上は聞いてみるだけでもいいよ。一人でもじっくり思い出してみることはできる。なんかでも上も意味深な感じはしますね。なんか真ん中、そうですね。上なんか変ですよね。突然口調が変わってる。なんか砕けてるので、誰に言ってるんだろう。事情聴取で行くなら下ですよね。とりあえず下行きますか。ですね。でここからつながるんだ。なるほどな。聖華ちゃんを迎えに行った時、周りにあまり見たことがない人がいたとか、特に記憶に残っていることはありませんか？うちの娘が申し上げた通りです。私はきっと孫娘が公園で遊んでいるんだろうと思っていましたが、いざ行ってみたら誰もいなくて。ですから当然うちの娘が連れて行ったんだろうと思ったんです。すぐにうちの娘が戻ってきて慌てた顔をするのと見て、まさかと思いました。でも刑事さん、あまり心配なさらないで。うちの娘から聞いているかもしれませんが、孫娘はよく一人歩きする子なんです。
うちの娘がああやって大騒ぎしていても、まあ夜になると必ず帰ってくる子でして。ですからお帰りくださっても大丈夫です。私からうちの娘によく聞かせておきますので、あの子ったら余計な電話をしてしまって。いや、通報は余計じゃないです。違ったら違ったでいいので、絶対してください。お願いします。そうですね。はい。そうなんですけど、ちょっと私、重大な勘違いしてた気がするんですけど、いや、上のちょっと名前のところ、なんか、文字が小さすぎてちょっと見づらいんですけど、これ、聖火さん、聖火じゃないですよね。でもいや、母だけど、なんか多分違う人の名前じゃないですか？聖火じゃないんですか？だって今聖火孫娘の話って知ってましたし、お母さんにしてはなんかよそよそしいなっていう風にちょっと思ってはいたんですよね。だからこの人って聖火さんの祖母なんじゃないですか、もしかして。孫娘っていう表現ってことは。まあそうなんですけれども。はい。でもそうだから多分このうちの娘が申し上げた通りです。孫娘。でめぐみさん。めぐみが、でもそっか、めぐみっていう誰だかわかんないのか。そうなんですよね。そうなんですよね。だからこっちも聖火の母っぽく読めたので、あれ漢字同じじゃないって。でもただ娘がいなくなりましたと、孫娘は一人歩きがって言ってるので、なんかおかしくない？おかしいですよね。だって失踪した聖火ちゃんって7歳の子なんですよね。いやー、それかも、ただこれがミスな場合はさすがに多分直されてるはずなので、多分なんかもうちょっと混濁してるので、もうちょっと多分タイムラインが整頓されていくと、そうですね、なんか作品がちゃんとしてないっていう感じがしますね。フラグがあったじゃないですか、清崎さんの方に。なので証言がごっちゃになってるとか、だからそうやって肩書きがちょっと変わっちゃってる、長年のその記憶の漂流の中で境目をなくしてぐちゃぐちゃになってるっていう可能性はまああるのかもしれないですね。そしてそれで最後にこれを選べるのか。じゃあこれを選んでみますか。でこれで父親のにつながるんだ。じゃあ聞いてるだけでもいいよ。一人でじっくり思い出してみることはできるんじゃないかな。あの時、普段は見かけない人があたりにいなかった？公園で一緒にいたって聞いたから。お母さんと聖華ちゃん、それから翔太くんも一緒に。そうだよ。みんなと一緒にいたよ。おそらくご兄弟でしょうけど。そしたら、いや、今、ちょっと、マスターの人によって、コメントマスターの方がいて、ですね、聖火の母って間違いなく書いてあるってことだったので、聖火の母ラインに、おばあさんの、祖母さんの、コメントと、今、翔太くんのコメントでしたよね、明らかに。絵も出てたし。そうですね。だから、翔太くん、お兄さん、やっぱりお兄さんらしき人、まあ、ジェンダーわかんないけど、翔太さんがいて、おそらく上のね、兄弟だと思われるんですけれども、その人のコメントも連なってたから、だから全員の話が混じってるってことですかね、これは。混じってるか、関連ある話で多分時系列が違うでしょう。だから哲郎さんの証言って事件のだいぶ終わりの方に多分持ってこられてるから、お母さんおばあちゃんお兄ちゃんに事情聴取しているっていう時に多分ってだいぶ初期だと思うんですよ。多分だから時系列が多分違う可能性がある。まあ清崎さんがかなり混乱してるっぽいので、ちょっとその辺ね、整理しながら物語を見ていきたいなと思います。多分わざとだと思うので、ちょっと整理をしつつ、進めていきましょう。はい。ヤヌス、公演に関する陳述をした人たちを思い出してみてください。誰だったと思いますか？陳述をした人たちですか？どれも同じ人との会話でしたよ。
あ、やっぱそうですね、多分。やっぱ清崎さんの頭の中で混乱してるのか。同じ人だと思い込んでるっていうことですかね、もしかすると。うっすらとしちゃってるとかかな。違うんですか。おばあちゃん、人生がジグゾーパズルのようなものだと思ったことはありませんか？ジグゾーパズルチャンピオンになりました、名前が。なんで突然、なんか面白いこと始まってんですか？なんだこれ。いや、本当に、私の頭でちょっと見えないけど、本当に書いてます、本当に書いてます。どういうこと？あれか、だから、だからシュレディンガーの猫みたいな、だからあなたが私に名前をつけることで私の存在は決まるからみたいな、あなたが認識したものが私ですみたいなところかもしれない。そうですね。まあ多分清崎さんの記憶というか精神の中にいる存在だから、まあ何と呼んでもいいっていうことなのかな。あとはやっぱ制服着てるので、過去の自分も投影されてる。やっぱり過去の自分を見てるけど、思い出したくないとかなのかもしれない。確かに女性警官っぽいですもんね。あ、話者の変更。すごい、そんなことができるんだ。なんだこのゲーム、すごいな。すごいですね。でもこれって私が一緒に行く時もありますが、はい。めぐみさんって言ってるから、めぐみさんがお母さん、せいかさんのお母さんの名前だということは、これは。ということは、だから、お姑さんの可能性があるのかなっていうとこですよね。あ、違う。あれお父さん、哲郎さんの可能性もあるのか。っていうことか。じゃあちょっと待って。でも、ピンクで選択肢選ばれてるから。っていうこと、じゃあ誰だよ、めぐみさんって。めぐみさん、妻のことめぐみさんって呼んでるってこと？よくわかんないけど。いや、まあ、でも、まあ別にそれはいいけど、構わないんですけど、第三者に供述するときって、さすがに肩書きで呼んだり妻って呼ばないっていう、なんか。ってところがあるんですけど。ようわからんですけど。でも今いる人しか選べないっていうことなのかな。まあ多分そうでしょうね。多分はっきりしてる。で、あと多分、だから、あえて間違っても、とりあえず変更して進めて、いけばいいのかな。気づいたタイミングで差し替えるとかっていうことなのかな。なんかオブラディンゴの期間みたいになってきたぞ、これは。はい。ちょっと変えてみましょうか。そっか。で、これで、哲郎さんの供述になって、そして、順序も変更できる。なるほど、そうですね。上か。たとえあなたの記憶が混ざり合ってちぐはぐでも、それぞれの瞬間、それぞれのかけらのデコボコは噛み合ってつながります。パズルのピースのつなぎ目をよく見れば、どこにつながるものなのかわかるかもしれませんよ。誰がどんな順番で言った言葉なのかですね。その後は？その後？そうすると、何が変わるんですか？そうやってパズルを完成させたら、鍵がもらえるかもしれません。完成したパズルを手にしているのは誰なのか、それを示す鏡となる鍵です。全部のとこにちょっと選択肢が。で、呼び鈴とか幼稚園とかのハッシュタグが動かせるようになっている。そう、なるほどな。これは生理苦手な魔法少女にはちょっと難しいかもしれない。でもだって3人しか選べないの、これおかしいから、とにかく選択肢を増やさないと。そうですね。どうにかして登場人物を増やさないといけないのか。だってこれ明らかに翔太くんのセリフだと思われますよね。だってアットマーク翔太とまで書いてあるから。出た。なるほど。兄。たらさ、そっか。で、クリックすればいいのか。変えられるのか。はいはいはい。でもめぐみさんクリックできるとこなくないですか？まだなので、とりあえずその証言差し替えませんか？これはそうですね。翔太くんなので、お兄ちゃん。ということですね。
だから、いや、これすごいゲームだな。ちょっとこんなストラテジーみたいなことをやれるゲームだと。すごいな。アポロン。あ、めぐみさんやった。めぐみさんあった。めぐみさんあった。牧野めぐみ。誰だ？誰だかわからない。日本ではね、あんまりないけど、やっぱ海外ではベビーシッターとかナニーとかがあるので、もしかするとそういう感じだったりとかするのかな、どうなんだろう。でもこれ、そういえば名前からして日本が舞台なんですね、普通に。韓国じゃないんだ。差し替えてるんじゃないですか。差し替えてるのかな。わかるように、多分。アポロン文具店。韓国版だと名前が違う可能性もあるのか。可能性は、そして、牧野めぐみさんのセリフはちょっとでもわかんないですよね。これ、牧野さんのセリフっぽいけど、ちょっとヒントがなさすぎるので、これ間違ってる可能性はありますよね。母親のセリフかもしれないし、ちょっとわからない。ちょっとわからないから。ちょっと待いや、待って、それ母親のセリフじゃないのかもしれない。最初から。やっぱサイカちゃん、セイカちゃんって呼んでるので。サイカちゃんって言い方がちょっと確かに、母親らしくはないですよね。いや、別に自分の子供をどう呼ぼうといいんですけど、こういう物語とかだとまだね、まだ現代のミステリーにおいてはそういうところがヒントになってきちゃったりするので、そうですね。基本的にその呼び方はね、侮辱的とか見下したりとか、そのなんか家内とかそういう性差別的な言葉でなければ自由だと思うんですけど、ただそれはそれとしてそのゲームなので、そういうちょっとミステリー要素として現れちゃってるっていうところだとは思いますね。はい。ここはちょっと注意書きが必要だったと思いますが、はい。ただね、ちょっと今、大混乱のままってことなんかっていうコメントありますけど、私が大混乱しています。このセリフ全部違う人のセリフなんじゃないかっていう疑いが、今。ただね、今のまだ段階で差し替え始めると多分ぐちゃぐちゃになりかねないので。から、ちょっと情報収集しますか。はい。そうですね、情報収集か、名前が出てる、新しく名前が出た翔太さん、めぐみさん、アポロン文具店、アポロン文房具、ところで出てくるならですけど、まだ出てきてないか。牧野さん、めぐみさんに関しては、正体というか職業とかポジションさえわかんないんですよね、正直。ってことか、なるほどな。でもそっか、さっき、あれですよね、なんだっけ、プラスで、顔が出てたから、この人ですよね、多分。いや、メタ推理でちょっと申し訳ないんだけど。どうなんだろう。当然、うちの娘が、牧野めぐみさんが祖母、でもちょっと、まだちょっと言い切れないか、これだけだと。まずはちょっと情報収集しますか。そうですね、どこを変えたか分かんなくなっちゃうので、まだ触ってない段階でもうちょっとしないと、多分どれを変更していいかが多分ごちゃごちゃになって総当たりになりかねないっていうすいません、カラスマパニック状態になっていましたが、すいません、落ち着きます。はい、韓国版だと清崎さんはチョン・ギュオンさんらしくローズカライズされています。すげえな、わざわざ日本版でローカサイズしてるんだ。いや、でもセーラームーンも月野うさぎさんっていう主人公が多分海外版だと多分セレナ月野になってるはずなんですよ。うさぎじゃなくて、セレナ、月の女神の名前にされてるので、こんな感じかな。総あたりのテーマを流される前にちょっと話を進めてまいりましょう。はい。せいかちゃんの幼稚園生活について話してもらえませんか？話せることは別の方に全部電話で説明いたしました。まだ捜索中なんですよね。昼間にこんなことが起きるなんて、それも団地の敷地内で。せいかちゃんのお母さんとお兄ちゃんも一緒にいたと聞きましたが、何も見ていないと言っていましたか？普段の様子はこんな話が子供を探すときに役立つかはわかりませんし、
何でも話してほしいとおっしゃってたから言うんですけど、せいかちゃんはとても明るくて朗らかな子です。去年エデンで初めて会う日も私を含めた教員には全く人見知りをしなかったんで驚きました。最初はただ愛想のいい子ぐらいに思っていたんですけど、ママがいないと言ってお兄ちゃんがお迎えに来る日が多かったです。その時もお母さんを探したりすることは一切なくて、それが何か問題でもあるかと言われたらそうですね。問題じゃありませんよ、全然。でも一回もせいかちゃんが泣いたり怒ったり顔をしかめたりすることを見たことがないと言ったら、わかりやすいですか？それで私がもっと気にしてあげなきゃ私が頑張らないと思い続けてきました。その明るさがお日様のような笑顔が危うく見えて、どんな感じかわかりますか？非虐待児童によく見られる傾向ですね。感情を出すと折檻されるので、できる限り相手をこうだからヘラヘラ笑っておくしかできないっていうのじゃないといいな。であと明るくて朗らかで社交的な子ほど連れ去りやすいんですよ。だって会話して打ち解けたふりができるので。ちょっと待って、でもこれ教員なので父親の証言ではないですよね。父親の証言じゃない、だからエデン幼稚園の証言だ。っていうか幼稚園にエデンってつけるの怖いって確かに。あ、2012年2月4日14時25分。あ、正解だったってことか。タイムラインが確定した。なるほどなるほど。なるほど。じゃあ確定したからとりあえずこれで聞いてみます、エデン幼稚園で間違いない。てか別の方に電話で説明。誰に説明したんだろう。ちょっと聞いてみますか。電話って誰にしたんですか？だって情報共有してないってダメでしょ、警察。ちゃんと情報共有はまず警察に聞きますか、これ。そしたらそうですね。はい。2月3日の午後にどなたと通話しましたか？うちの事務所は見ての通り事務所に常駐する人が少なくて、主に私が電話に対応しているんですけど、めぐみさんですか？3日の午後？監視してると思われて不満をよく言われるんで、ここでは勤務確認の電話はあまりしませんね。その上、午後なら余計に電話することがありませんし。少々お待ちください。特別な要件で電話したわけじゃなかったんですけど、数日後にゲストヘルパー表彰の授与式があるんですよ。出席してくれないかって、ここに登録したヘルパーだけで100人を超えているのに来る人がいなくて、それぐらいかな。でも余計な電話をしたとすぐ思いましたね。どうせうちの事務所の行事に来て手伝ってくれるようなタイプでもないのに。めぐみさんはあなたも会ってみたんならわかるでしょ？長く話もできないんですよ。いつも子供の世話で忙しいってすぐ切っちゃうから。あの人最近事務所に寄ったことあったかな？でもどうしてめぐみさんのこと？何かあったんですか？クレームさえなければ OK なんですけど、警察が来るのはちょっとでしょ？サボったりする人ではなさそうだけど。はい、幼稚園じゃねえな。幼稚園じゃないですね、これまた。多分ですね、訪問看護とか訪問介護とかのそういう系統の福祉事務所だと思うんですよね。ですね。で、そこの人ってことは、めぐみさん。ってことはですけど、コアラ会所属って出た。ってことでしょうね。コアラ突然のコアラか。多分ね、なので車椅子がって言ってたので、おそらくその車椅子に乗っている誰かのヘルパーに来てるってことでしょ。ヘルプに来てる。そうですね。っていう可能性が高い。でベストヘルパー賞のだから多分ヘルパーの人だと思うんですけど、何これ？なんか鍵がかかっててできない。足りないんでしょ、多分。会話をつなぐためには錠を外す必要があります。なるほどね。だからもうちょっと材料が足りてないんですね。材料不足。コアラ。逆にコアラ幼稚園の方が良かった気がするんですけど。コアラ幼稚園エデン会議所じゃないの？なんなんだろう。いやでもね、いいんだけどでも福祉の事務所がエデン名乗ってたら気持ち悪くてラリアットしちゃうかもしれない。何がエデンじゃこの野郎って。確かに
殿下よりはいいか。はい。だって絶対やばい、ゴルゴムみたいな感じじゃないですか。福祉事務所がエデンって言ってたら。ゴルゴムってなってさて、で、情報の整理でしょ。で、ここ、多分誰かを確定させないと開かない。本当にオブラディン号だな、これ。オブラディン号ってごめんなさい。よくわかんなかったんですけど。オブラディン号の帰還っていうミステリーゲームがございまして、実はペーパーズプリーズの作者さんが作っておられるゲームなんですけど。あ、そうなんだ。ペパプリは昔実況してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そうで、船がなんか客船オブラディン号の乗っていた人々のなんか思い出した。そうだ、古川さん喋ってた。そうだ、すいません、今思い出しました。生死とかをこう判定して保険会社がその調査をするっていうゲームなんですけど、それと同じ形式なんだ。確かにぽいかなと思って。ややこしい。なるほど。でもこういうゲームだとちょっと思ってなかったですね。ただそのミステリーって割と一本道になりがちで、転がされてるような気分になるけど、こうやって自分でちゃんと情報を考えられるミステリーは面白いんですよね。面白いですね。ちょっとこういうゲームだと思ってなかったので、カラスマ大混乱という感じですが、まあちょっと頑張って解いていきたいと思います。はい。まず、でも文房具店気になりませんか？ごめんなさい。そうですね。文房具店とりあえず開けますか。はい。2つセリフが。はいはい。開きましたね。文房具店によく来ると聞きました。せいかちゃんを探しに行った時、この男の子を見たことがありますか？翔太くんが同行していたかの確認かな、上は。もしかすると。で、下が、まあ文房具店アポロンに直接聞い取りって感じなのかな。そっか。多分どっち聞いても、どうせ聞かないと、集まらないので。聞いてみますか。せいかちゃんを探しに公園に行った時、この男の子を見たことがありますか？近所に文房具店がある公園、ご存知ですか？数日前にその男の子が公園から出てまっすぐ文房具店に入ったのを見ました。娘がなんで男の子と一緒にいたんだろうと思いながら走っていく後ろ姿をしばらく見ていたんです。ところであの日のことをなぜ聞くんですか？あの男の子が娘の失踪と関係あると？兄じゃないの？翔太くん。翔太くんじゃないのか、この男の子っていうのは。なんかイラストがちょっと似ててよくわからないけど。多分意図的に分かりづらくしてあるし、だからその記憶が混濁してるから全部モノクロっていうところで、おそらくだから色味とかで判断されないようにしてるんでしょうけど、難しいけど面白いぞこれは。ちょっと本当に画面がちっちゃいんだよな。ちょっと小さくて、それはちょっとすいません。あれですね。いや私の方でもフルスクリーンにしてもでもちっちゃいんだよな。コメントが読めなくなるしな。ただこれ多分父親か母親のセリフなんで、とりあえず哲郎さんのとこに置いといて大丈夫ですかね。そうですね。娘がって言ってるので、確実にせいかちゃんの、ご両親どちらかであるっていう、そうですね、保護者どちらかであるっていうところですかね。はい。本当ね、誰が誰ゲームになってきてますけども。はい。呼び鈴。せいかちゃんのお母様みたいなのが、これは1個だけですね。開けました。ですかね。こんにちは。せいかちゃんのお母様ですよね。中央警察署の清崎壮と申します。せいかちゃんと少しお話をさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか？あら、宅配かなと思って開けたんですけど、びっくりしました。もしまたいらっしゃることがあったら、呼び鈴よりもドアをノックしていただけませんか？子供が寝ていまして。そろそろ食事なんでご飯を炊いててたら、あの子テレビの前で居眠りをしてて、今寝かせてあげたところです。お入りください。布団に隠れてあの子はよく見えないかな？
昨日私が連れ回したせいで疲れちゃったみたいで起きたばかりなのにまた。子供ってすぐ大きくなるじゃないですか。この子も急に背が伸びちゃって合う服が全然なくて、あれこれ買い物するのに忙しかったんです。入学前に用意するものがありすぎますよね。制服も注文しに行かなきゃいけないのに、いつになったら起きて食事して出かけられるのかしら。すいません、せいかちゃんと会うのはちょっと時間がかかりそうなんですが、ところで何のご用でしょうか。怪しい。もう怪しい。なんかすごい怪しいし。そう、怪しいけど、ちょっと一つ、ちょっと別ベクトルなんですけどいいですか。はい。入学する前に用意するものがありすぎるっていうのは本当そうで、なんで各家庭の出費にしなきゃいけないんだろうって思ってて。そうですね。家庭によって格差が出るでしょ。下手すると準備できなかった子はなんか晒し上げられるわけですよ、担任とかの考えによってはね。またこの子は雑巾を忘れてきました、真面目じゃない、みんなもこんな風にしないようにみたいな感じにされるじゃないですか。学校で使うものはもう各家庭からじゃなくて、ちゃんと行政っていうか政治が与えなきゃいけないんじゃないですかね。確保しないといけないですよ、何のための義務教育なんだろうって思うし、っていうところをちょっと言いたくなった。本当にだから大変なんですよね、必要なものを探すのって。やっぱだから学校がっていうか、そういう風にしてほしいけどなって思いますけどね。でもこれお母さんのセリフなのか、めぐみさんのセリフなのか、祖母のセリフなのか、なんか誰かなのか分かんないですね。そう娘がって言ってないので、であと呼び鈴を鳴らさないでってどういうことなんだろう。ちょっとこれ、原島康生、これもしかして元英語教師のこと？なるほど。話してくれてありがとう翔太くん。せいかちゃんのご家族についてよくご存知ですね。ちょっと待ってよ。あれどう？いや、さすがにこのゲームなんか積むということはないような気がするんだけど、なんで鍵が解けないんだろう。セーブがそう多分もうちょっと情報解禁されていかないと多分聞けないっていうことかもしれない。っていうことはまた選ぶことはおそらくチャンスはあるってことですかね。もちろんそうだと思います、多分。右下になんかあれですね、なんかマッピングみたいに出てる。そうですね。ので、私で隠れてるかな？大丈夫かな？大丈夫です。なんか25、3、2、1、54分の23って書いてある。だからまだ半分ぐらいしか分かってないっていうことか。でミステリーは情報が全部出揃ってからが勝負なんですよ。出揃わない限り推理が本当に憶測にしかならないので。そうですね。なのでできる限り今とりあえず情報を全部開けていくところから始めないといけないんだけど。ちなみに情報がないのに推理する人のことを陰謀論者と言います。はい。あとは認知プロファイリングとかそれ陰謀論ですね。一緒ですね、どっちにしてもね。話してくれてありがとう、翔太くん。翔太くん、小学校5年生でしょ？背が高いからモテるんじゃない？お母さんに似たのかな？こういうのダメです。はい、このセリフは良くないですね。はい。まあつい言っちゃったんだろうけどルッキズムだししかも発達段階の少年に対してちょっと言うべきことではない。だから背が高いからモテるっていうそのラベリングというかあれにもなっちゃうし、私もね、君背が高いね、バスケットやらないっていうのはちょっと言っちゃうんですけど、またちょっと違う、性質が違うとはいえどやっぱモテる、そのイコールモテるとかっていうでも別にだってバスケットだったらだって背高かったら有利じゃないですか。ぶっちゃけルール上だからわかるけど、こういうのはねルックスとかそれこそセクシャリティも決めつけているのでよろしくないと思いますね。そうですね。もし翔太くんじゃなくてせいかちゃんだった場合、背が高いからモテるでしょって言われるかっていうと己の中のオタク知識ではそういうのを見たことがないので残念ながら、そういうことだろうな。
ほら、無言を貫かれてるし。ほらね。めっちゃ無言。こういう恋愛関係とかモテるんじゃないとか、養子についての言及って、親しくなろうとしてやってても大体全部ダメなので、失敗やめようね。やめましょう。失敗、ハラスメントなので一切仲良くなる。はい。やめようね。似てるの？本当に。僕。本当に似てるの？待って。実子じゃない。もしかして自分が宮城県って言っちゃった。ごめんなさい。お母さんの息子、あるいはお父さんの息子であることを疑ってる翔太くん。嫌なんですけど、しかもちゃんと合ってたよ。翔太さんのセリフで。いやー。合ってる。やっぱ、ね似てるから家族じゃないんですよ。そうですね。だから目元がお母さんにねとかって言われるのもなんかもうあれもそろそろ卒業したいかな。似てなかったらじゃあダメなのって。似てなかったらダメなのかっていう話でもあるし、ちなみにね、面言で私自分の父親の話したことあるんですけど、父親と私ね、顔が全く似てないんですよ。だからそれもあってね、多分父親ね、私のことあんまり好きじゃなかったんですよね。そうだから自分に似てないから嫌いとか、逆に自分に似てるから嫌いなんだから、ですよね。別れた亭主にそっくりであんたムカつくわよみたいなひどいドラマとかでの創作上の話ですね。実際にもう多分それである悲しい事件であったりとかはあるっちゃあるんですけど、だから似てる似てないは本当に関係ないので、一卵性の双子であっても似ないこともあるし、だから見た目が似ているかとかっていうより、なんか言動とか癖が似てるねとかっていうのは面白く言える範囲とかを間柄にも読みますよ、もちろん。だからやっぱあなた本当に似てないねご両親にって褒め言葉のつもりで言ってるとしてもそれはね、本当ね、それを言われた側がどう思うかっていうのは全然わかんないので、やめようね、本当にね。本当に似てるのってだって小学5年生の子がこんなこと言うの絶対おかしいでしょ。なんかあるでしょ。なんかありますよね。でもちょっと悲しいけど、でも翔太さんのセリフであることはこれ確定したので、ちょっと小学校を選んでみますね。はい。多分そうですね。もしかすると英語教師についてもちょっと出てくる。どれを選べばいいんだ？せいかちゃんの家族についてよくご存知ですね。はい、市役所の方ですね。小学校の就学通知書は届きましたよね。予備の収集日に出席されなかったとお聞きしました。市役所の職員が電話でお聞きした件ですが、新入生の予備収集日は事情があって出席できなかったとのことでしたね。市役所が訪問したのはそういう理由か。で、あれか、だから市役所が多分家に訪問するときに何か犯罪がないように警察が帯同するって感じで、清崎さんがついてったのかな。どうなんだろう。市役所の、なんか全然でも市役所情報がわからないから、とりあえず一番上に選んでみます？そうですね。もしかするともうちょっと他の登場人物の誰かの役割、肩書きを確定できるかもしれないので、ちょっと聞いてみましょう。はい。市役所の方ですね。そうです。課長、お疲れ様です。栄華市役所でいいのかな？総務課の者です。館内の未就学児のことなんですけど、今年も予備収集日に来なかった児童が4人もいまして、ご協力をお願いしたくてお電話を差し上げました。4人の家族たちとも通話はしたんですよ。みんな家族旅行中だったとか忙しかったとか、まだ小学校の入学式の前ですから特に問題ないと報告するつもりなんですけどね。すでに確認は済んでますが、手続きっていうものがありましてね。正式な文書は決裁中ですから、教育庁と管轄警察署の合同で世帯別に訪問して確認したということにしても大丈夫ですかね？ダメです。そちらも助かるでしょう。わかりますよね。こちらからかなり手当が出ますよ。買収すんな。後で文書が届きましたら、職員の方々の名簿と口座番号だけ添付して返信お願いします。あとはこっちで処理しますから。
すいません、セリフ中に割り入っちゃって。いえ、でもこれ必要だと思います。これなんか不正してますよね、これ。ふざけんなよ。で、しかもね、未就、その、招集日に来ないって、だから本当に旅行中だったとかならいいんですけど、ネグレクトだったり虐待の可能性が高いんですよ、割と。はいはいはい。だから、見落としちゃいけないんです。言ったことにしてくださいとか、マジお前引っ叩くぞ、この野郎。で、あとそれをやっぱ公務員がやってるっていうのが良くなくて、信用できなくなるでしょ。どこに通報すればいいんですかそうなった時に。で、だから、これも、だから、この総務課の人間が、確認したことにしておくからって言ってこの誘拐事件とかが起きちゃったから自分たちのやったことがバレちゃうから嘘ついた供述をするとかあるでしょ。だから悪い、だからほらね、差別を一つすると他のことも差別しなきゃいけなくなるってこれと一緒なんですよ。嘘を一つつくとそれを正当化するために嘘を重ねなくていけなくなるので、はい、本当にちょっとマジでちょっと怒る。私はこういうやつを許さない。はい。はい、コングレッショナルフェローって言っちゃうと30年間嘘つき続けなきゃいけなくなるので皆さんやめましょう、はい、ただすいません、風花さん、はい、私のちょっと知識不足で申し訳ないんですけど、このシステムちょっと私もちょっとよくなんとなく覚えてるんだけどいまいちよく分かってないんでちょっと解説してもらえませんか。館内のこういう未就学児ってだから、総務課の人が管理してるっていうかそういうことなんですか。でもおそらくでも総務課っていうよりかは多分学校に関係するかどうかがあるはずなんですけど、だから国によって違うかもしれないんですけど、一応その教育に関係する課とか、財務課とかその市民課とかその福祉課っていう風に課が分かれてるので、総務課の仕事かなって思うんですけど。でもこうやって児童が予備収集日とかに来なかったかどうか確認して、虐待の実態がないか把握するっていうことがお仕事としてやってるけども、このね、担当者はサボってるっていうことですよね。はい。ですね。やっぱまずだからその入園予定、幼稚園とかもそうですね。だから入園予定、入学予定の、その事前説明会みたいな感じで、一回なんかいろんな人が体育館とかに呼ばれるみたいな。保護者と。でそれでそこで一通り何が必要か、当日とかその入園入学にあたって何が必要かっていう説明をそこで受けたりだとか、その虐待の兆候がないかだとか、その親御さん保護者と子供の顔を一致させるみたいなところとか、その入園して入学してからも関係をうまく構築するための関係づくりの一歩でもあるんですよ。だからその予備収集日に来ないっていうことが本当にその海外旅行でとかだったらちょっと呆れるけどってとこですけど、ちゃんとしろよなって思うけど、そうじゃない理由で来なかった理由によっては本当にちょっと危険な兆候を示しているんですよ。だから子供のことに興味がなくて、で子供一人で行けるわけないでしょ。そうですね。入園入学、そうですね。なのでやっぱどうしてもよくだからそこでやっぱ事前にだからこそ行政が訪問までするわけですよ。いらっしゃらなかったみたいですけどって。だから例えばもし保護者が急病で倒れていて、そういうと来れなかったとかだとしても、その福祉につながってないってことだとするならば、介入するためにもうやっぱ事実確認がやっぱちょっと必要なので、だから私生活に踏み込まざるを得ない案件であるということは事実だと思うんですよね。だから本当お前は本当ふざけるなよ。はい、解説ありがとうございます。映画市役所の不正が明らかになりました。はい、ということで、いやーでもなんか本当虐待とかそういう嫌なこの事案ですねを匂わせる今のところでも、これは間違いなくだから映画市役所の人間の、セリフですね。はい。ちゅうことで、だから警察署の、警察なんか少し情報足りないからクリックしてみますか。そうですね。揺れてるし。清崎さん以外がまだ全然出てきてないので、あと別の方に電話で話したっていうのもなんでだろうってとこがあるので。
あ、せいかちゃんの文房具店によく来ると聞きました。行方不明事件の犯人が名乗り出ました。お父さんには連絡しましたか？いや、なんかどれも重要そうな質問だな。でもさっき文房具逃してたから、これクリックしてみますか。そうですね。うん。一旦開けますか。はい。矢印がだんだん長くなっていく。せいかちゃんがこの文房具店によく来ると聞きました。今日、せいかちゃんの家族は誰も来ませんでしたか？せいかちゃん一人で来たとか。今日は、いえ、せいかちゃんも翔太くんも来てませんね。警察の方に見えますけど、どのようなご用件で？他の方も来て同じことを聞いたんで、もしかして翔太くんのお母さんと関係ありますか？ただでさえ、最近はほとんど翔太くん一人で来るか、せいかちゃんと二人で来ることが多かったんで、翔太くんが幼い時はいつもお母さんが一緒に来てたんです。でも最近はあまり見かけませんでしたね。お元気なんですか？不穏。不穏ですね。とりあえず変えましょうか、話者を。そうですね。これ確実にこのセリフは確実にアポロン文具店文房具なので、そうですね、マスターの方らしき方の、はい、セリフですね。はい。ちょっと待って、他の方が聞いてきた警察より先に聞きに来ることあります？そうですね。他の方も聞いて同じことを聞いたんでっていうのがなんかすごい不穏ですね。なんでアポロン文具店にわざわざ聞き込みに行くやつがいるのっていう。だからいなくなったことに気づいて慌てて聞きに来たとか、まあでも、だとしてもやっぱちょっと変ですね。お元気なんですかなので、お母様の姿が確認できてない。ね、だから市役所がここであんな不正しなければ、もうちょっと早く家庭の問題明るみになってて、行政が正しく介入できて助けられたかもしれないってことでしょ？ですね。だからなんかクリックできるようになった。聖火の母を嫌う理由、手がかりを含む記憶のかけらがもう開かれている。今答えを探してみようか。もうちょっと、これはちょっとね、なんだろう、やっぱ配信的にはもうちょっと、ピースが欲しいですね。そうですね。っていうか、母を嫌う理由。はい。マジでオブラディンゴなんですよ、これ。こんな感じでやっていくので、画面酔いしちゃうんですけどね、割と。まあでも、すごく、面白いけど、やっぱちょっとテンプレート、なんかステレオタイプで判断しなきゃいけなかったりはするので、ちょっと、あれなんですけど、まあでも面白いですよ。これオープンしてヒントを出すことができるんだ。英語教師の経済状況が悪化した決定的な理由が何かあると。ちょっと待って。いやでも、出てないでしょ、まだ。まあ。これは手がかりなし。推測はいくらでもできるけど、やっぱりミステリーはやっぱ、集めた証拠から導き出されることしか信じちゃいけないはずなので、本当は裏読んだりしないといけない場合ももちろん現実ではいっぱいあるけど、やっぱちょっと、気になる。鉄郎とめぐみの関係がわかる記述。だから下手すると不倫相手とかなのかな。鍵がない。嫌だよ。嫌だよ。だんだん嫌な感じのゲームになってきた。はい、すいませんね。音花風花は身内の不倫が原因で、親族が崩壊したタイプなので、不倫を許せないタイプなのですが、まあ、でもとりあえずちょっともうちょっと分かるところからですね。ちょっとヒントがなさすぎる。他のクリックできるところから未解決事件。一人歩きかで、一人歩きで行ってみますか。そうですね。なんか未解決事件はもうちょっとなんかこうグッとくるところかもしれない。公園の近くにせいかちゃんがよく行くところがありますか？これでもアポロンじゃないですか？違うのかな？せいかちゃんが一人で別のところ。でも病院って書いてある。ねえ。家庭に不穏さがあって病院っていうとやっぱりちょっと暴力
DV、いやー、ちょっと辛いな。いや、違うといいな。やっぱフィクションの中でも子供は子供余計に傷ついてない方がいいので、そうですね。違えばいいけど。ちょっと皆さん、子供の暴力を示唆するいろいろ表現が出てきたので、ちょっと閲覧注意してください。ちょっと今更ですが、はい。ちょっと次回からはね、あれの下の方にも書いておきます。はい。っていうことで、これは、せいかちゃんが一人で別のところに行ったことはありますか？あると思いますか？エイジさん、ひょっとしたら、娘がいなくなったのは私のせいかもしれません。娘を産んだ時、手術してから私も体調が悪くて病院のお世話になりまして、寝たきりの日が多くて娘のそばで看病してあげられませんでした。それでもその経験があるから病院の天井ばかり見て育った娘をよりよく理解できると考えていましたが、娘の気持ちは違うかもしれないと思いまして、娘は私を恨んでいると思いますか？だからもうママと呼んでくれないんでしょうか？それでいつも探すのがこんなに大変なのかなって、街中の公園を全部巡ってやっと見つかるんですから。これはでもお母さんのセリフですね。おそらく。さすがにそうでしょうね。でもうママと呼んでくれないのが、本当にそのお母様との関係が悪いからなのか、めぐみさんがもし不倫相手であるとするなら、今日から新しいママだよって言って入ってきちゃって、それを無邪気に受け入れちゃった。だから翔太くんのセリフなのかも、本当にあの人と似てるの僕がみたいな感じ。いやわかんない違うならいいんだけど、ちょっと待って今まだやっぱいろんな可能性がある。やばいな。いろんな可能性ありますね。いやだからお母さんの間違いなくこれセリフだと思うんですけど、あんまりちょっと話がただせいかちゃんはもともと病弱だったということですかね。だから虐待されてた可能性はちょっと減ったかも、もしかしたら知れない。まあそうですね。もともと体が弱かったり持病がある場合は、子供の頃の病院通いっていうのはもう珍しくもないことなので、逆に子供の病気を放置してるとやばいので、大人だったら平気な病気でも全然子供そうじゃないので。ちょっとなんかなんか3つもヒントだったんだけど、せいかちゃんを最後に見た時何があったのか今なら話せる？多分翔太くんのセリフの可能性がするな。砕けてるので。せいかちゃんを最後に見た時何があったのか今なら話せる？前は一緒に遊んでから帰るときは必ず文房具屋さんに行って聖火の飴を買ってたんだ。でも最近は食べてなくて、もうおばさんが僕たちと一緒に行かないから、聖火にじっと待ってろって言って走って文房具屋さんに行った。階段を登ったすぐ上、文房具屋さんと公園はフェンスを挟んですぐそこなんだ。本当にすぐだよ。ほんの少しの間だけで走って戻ってきたのにいなかった。聖火があの時聖火って大声で呼んだんだけど、聖火じゃなくておばさんだけが来たの。僕が泣くからおばさんが何も言わないでって、おばさんが一緒にいなかったこと言わないでって、お寺で見た猿みたいに。見ざる言わざる聞かざるの絵か。この三猿は本当に良くないですよ。ちゃんと誠実に生きていきましょうね、みんな。非常に邪悪。いやでもこれってことはめぐみさん知ってて黙ってた臭いっていうのか？だから結局だから供述にもし嘘が混ざってる場合、今推測できる可能性としては不倫相手であると知られたくないから今日嘘をついていた可能性がありますね、めぐみさんは。可能性がありますね。自分の保身のために子供の安否をそんなうやむやにしていいんですか？いや不倫してる方がまだマシだよ。
本当に。なんかめっちゃ邪悪な人、めぐみさんがだんだん邪悪なキャラクターになってますけど、大丈夫なんだろうか。不穏。実際邪悪でしょ。いやでも事実だと、なんか今推測できる事実だとすごいやばい、悪い人なのではないかというちょっと感じがしてしまいますが。いやでもめぐみさんの確定台詞まだわかんないんだよな。多分そうだろうっていうのはいくつかありましたけど、ちょっと多分もうちょっといるを、会話がつなげないんだ。もしかしてあれかな、なんか揺れてるやつと揺れてないやつあるんですよ。で揺れてるやつの方がもしかしてクリッカブルというか、その先に聞いた方がいいよっていうパンって出てくるのか。でその後、動いてないやつをつなぎ合わせていくんですね、おそらく。なるほどなるほど。じゃあそうやってやっていきますか。3時間、うわすごいいっぱい出てきた。何これっていうかいなくなった時の時間3時33分なの、なんか意味があるのかな。いやなんか怖いですね。倍したら666になるからちょっと、ホラー的には怖いですね。はい。そうですね。オーメンじゃん。市役所の職員が電話でお聞きした件ですが、新入生の予備収集日は事情があって出席できなかったとのことでしたね。さっきの件の質問か。出てたやつ。どうして正確な時間を覚えているんですか？翔太くんも同じようによく懐いていますか？もう上のやつは完全にあれでしょう。お前なんで時間逆に時間を正確に供述できる人って事前に準備してるでしょっていう話なんですよ。もちろん理由があればちょうど就業時刻間近だったから時計をチラチラ見てたので覚えてるんですよとかっていう事情があったら別なんですけど、基本的に正確な時間まで言えちゃう供述って嘘だったり台本だったり準備してたり口裏合わせの可能性が高いっちゃ高いんですよね。じゃあ聞いてみますか。正確な時間はなぜ覚えてる？で誰に聞いてるんだろうな。どうして正確な時間を覚えているのでしょうか？私の携帯に通話記録が残っています。子供たちと出かけるときは私一人で他の場所に行ったりはしません。ところが電話が来まして、普段は午後に電話が来ることなんてほとんどないのに、いきなり電話が鳴って慌ててしまったのかもしれません。通話するなら静かなところでと思って、ちょっとマンションの廊下に入っただけなのに、通話時間はたった5分でした。しかもせいかちゃんから目をそらしたのは5分にもなりません。通話が終わる頃に直前に振り向いたら、もうあの子の姿はどこにもありませんでした。これめぐみさんですね。これめぐみさんだ。これようやくビジュアルが出ましたね。おそらくこの方が、だから私やっぱり勘違いしてたのかな。この方がめぐみさんですね。っていうことは、これか。私の携帯に通話記録が残ってると。で、一緒にいためぐみさんが、例のさっき翔太くんのあれがあったけれども、でなんでこうやって電話をしてたから目を離しちゃったって分かってるのに、翔太くんに言わないでなんて言ったんですかこの人。多分おばさんってこの人でしょ。そうですね。いや分かんないけど、いやでもまさか実望が違うなんてことさすがにないよね。なんかだんだん話があれしてきましたけど、さっき揺れてたのこれか、実種か。今犯人だとみなされている元英語教師ですね。はい。自首してきたけど全体こいつじゃないっていう。お母様から連絡があったようですね。せいかちゃん行方不明事件の犯人が名乗り出ました。名乗り出ましたにしてみますか。とりあえずまだ確信つけないと思うけど。そうですね。多分そこで何かしら別の情報が出てきそうではある。すごいな。せいかちゃん行方不明事件の犯人が名乗り出ました。せいかちゃんのお父さんが自首しに来たとのことです。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。またわけのわからない話になったぞ。お父さん？じゃあ英語教師のところにあるセリフでお父さんのセリフってことですか？いやちょっと続き読みましょう。はい。刑事さん、これはどういうことでしょうか？
絶対に聖火の父の話を信じないでください。すぐに私は警察署に伺いますよ。彼の話は全部嘘なんです。私です。私がやらせたんですよ。私のせいです。今行きます。すぐ行きますから、それまで彼の話は聞かないでください。すべて私の責任ですから。いやね、大人たちの責任とかはいろいろあるんだろうけど、それで結局なんで聖火ちゃんに責任、幸せがいくの？どんな事情があってもそれはおかしいでしょ。これがもしかして祖母かな？まあビジュアルで決めつけちゃいけないけど、聖火さんの。いやまあでもその、今まででも登場してなかったですよね。内容的にはでも、内容的には身内っぽいでしょ。そうですね。だって、おそらくお父さんのお母さんである、実のお母さんである可能性が高いですよね。この言いぶりからすると。まあもしかしたら義母かもしれないけど。変えられますか？アイコン。祖母出てましたっけ？いや、出てないんですよ。だからまだ匿名のキャラクター2人いるんですよね。だから選べない。ちょっとまた出さないとか。まあでもビジュアル見たら分かるからまだいいか。そうですね。ビジュアルヒント出してくれてるのは、そうですね。まあビジュアルで見るのはフィクションだからいいですけど、現実では意味がないので。はい。っていうか全部鍵ですね。なんだこれ。会話をつなぐためには鍵外せという。一応ストアページに書いてあったんですけど、全員が全員嘘ついてるらしいんですよ。だから多分ね、嘘っていうのすごく多分このゲームにおいて重要なファクターだと思う。ですけどね。どうしよう。なんか高市早苗さんっていう人がなんか嘘ついてるみたいなんですけど、皆さん証言してくれませんか？てか国会で嘘つくのって罪じゃなかったですっけ？イギリスだったら、普通に議員辞職 しなきゃいけないです。はい。病院ぐらいしか小学校の就学通知書は届きましたよね。予備の収集日に出席されなかった。聖火という名前に特別な意味があったんですか？いや、なんか名前でもね、まあでも金木犀とかに使われてる感じなんですけど、でサイなので多分なんか中国のルーツとかで多分大事なんかいい言葉かなんか意味があったけどな。確かあれですかね、北海道出身のバンドでザ・ブルーハーブっていうグループあるんですけど、サイの角のように歩めっていうなんかブッダの言葉から取った曲あるんですよね。だから黙々と己の道を進めみたいな、まあそういうパッシブな曲なんですけど、いいですね。それはすごくいい曲なんですけど、でもそれぐらいしかちょっと思いつかない。あと金木犀ですよね。そうですよね。まあよくわかんないけど、まあとりあえず通学通知書の話聞きますか。はい。さっきからこの話はいろいろあれだったから。私がブチギレてるんで。風花さんブチギレ案件。はい。小学校の就学通知書は届きましたよね。予備の招集日に出席されなかったとお聞きしまして。老婆心ながら未就学児の状況確認のために立ち寄らせていただきました。最近世の中が物騒じゃないですか。市役所からさいかちゃんのおばあ様と電話でお話できたと聞きましたが、直接会ってみた方がいいと思いまして。さやかちゃんはお元気ですよね？もちろん、うちの娘は元気ですよ。相当な人数のはずなのに、こうやって一件ずつ確認なさってるんですか？大変ですね。後で見ていただければわかりますけども、本当に元気ですよ。学校にも行けるぐらいです。長い病院生活で疲れてたはずなのに、こんなに元気に明るく育ってくれて、親として誇らしく思います。この子はお腹に中にいる時から苦労してました。性格は父親にみたいですね。せいかちゃんは早産で小さく生まれたんですよ。お医者さんが会うたびにすごく脅かすんです。こうなるかもああなるかもと、確認書や同意書に何度もサインさせられて。それでも私は信じました。娘がいつかあの手でギュッと握ってくれるって。児童虐待とかそのようなことで来られたのでしたらご心配いりません。聖火の父親とは別居中なんですが、うちの母と一緒に不自由なく育てようと頑張っていますから。入学式の日は必ず行きますので。ありがとうございます。うちの娘を気にしてくださって。ご飯が炊けたようでしたけど、よかったら食べていきませんか？
これがじゃあおばあ様多分母方なのか。そっか、さっきの予想に反して、このお母さんのお母さんかっていうことか、ってことかな。でだから彼の話は全部嘘。でも私がやりました。やらせました。でもこれ間違いなく聖華さんのお母さんの、おそらくこれファーストコンタクトですよね。だから警察としてなんだっけ、そうか、呼び鈴、でも呼び鈴の次、ここだ。当たった。よし。この時扉の隙間からビジュアル出せます？はい。お母様、同じ髪型、髪型のそ同じですね。の表現が、一緒なので、なるほどね。じゃあこれやっぱりちょっと不自然だったけど、聖華ちゃんって娘のこと聖華ちゃんって呼んでるんだ、やっぱりこの人は。じゃあ、別に、なるほど。ここちょっとミスリーディングかもしれないけど、娘のこと別に聖華ちゃんって呼ぶのは悪いことじゃないと思うので。なんで、でもなんでじゃあ召集日行かなかったんですか？いや別にでもこんなお母さんなのになんで行かないんだっていう。私最近病院の予約とかも全部患者側に何の選択権限ないじゃないですか。なんか結局病院側や医者の都合で受診日決めなくちゃいけなかったりするのと一緒で、こういうやっぱ公的な学校とかのそういう集会とかも、やっぱね、いっぺんに説明した方が効率いいのは分かってるけど、それにどうしてもやっぱいけないとか、でいろいろな事情とか理由とかあるだろうから、やっぱそういう風なやっぱなんか別のやり方がねできるといいなみたいなのはあるはあるですけど、ただ行かなかった、なんで行けなかったのか語ってないですよね。そうですね、その理由は分からない。まだわからない、今のところすごくいいお母さんに見えますけど、ただ逆になんでこんな不穏な要素がいっぱいあるのっていうところがわからなくなってきた。ちょっと謎が増えましたね。うちの娘が申し上げた通りです。これは多分だから祖母のセリフなんですよ。でも移動できないんですよ。まだ寝てないんだったか。おばあさん、そうですね。今おばあさんとお母さんと聖華さんのあと翔太くんの4人暮らしじゃないですかね、おそらく。でも翔太はもしかして父親の方にいるのか？可能性はあるか。可能性はあるのかな。電話これ聞いてみますか？そしたら。そうですね。事情があって出席できなかったのって。市役所の職員が電話でお聞きした件ですが、新入生の予備招集日は事情があって出席できなかったとのことでしたね。娘さんと一緒に住んでおられますか？予備招集日ですか？あの時はうちの娘は風邪をひいてと言っていたかしら。多分そうです。思い出しました。私も日付を覚えていたので行ってきたのかと聞いてみたんですよ、うちの娘に。私は一緒に暮らしてはおりませんが、近くに住んでいまして、時々立ち寄ってます。何しろ、あの子一人でいると余計なことを考える時間が多くなるでしょうから。何日か前にちょうど娘の家に行った時でしたが、市役所から電話が来ました。あの方も刑事さんと同じことを聞くので、問題ありません。うちの孫娘は私がよく面倒を見ておりますからご心配なくと、そのようにご返事したと思うんですけど。それにしても刑事さん、学校にいなかったことで、普通にこんなに追及されたりしますか？これは祖母さんですね。学校に行けない子を責めることはしませんけど、行けない理由を作ってる人たちのことは責めますよ。そうですね。あなた怪しいですよ、正直。であとその後のね、あれで確実にこの方の発言であることが確定してますかね。私がやらせましたが、っていうのもあるし、学校に来れない理由は追求しないとダメでしょ。もう自分たちだけじゃどうしようもないからそういう風な形になって表に出てきてるわけなので、別に学校に行かないからってどうでもいいんですけど、コンカラセです。いただいてありがとうございます。そうですね、一緒に暮らしてはなかったですね。おそらく隣近所とか近くに住んでいて、
まあ、お母さんとさゆかさんのところを、まあ、すぐ近くにいる、この おばあさんと思われる人がいるっていうことかな。かな。そうだな。まず市役所の罪が重すぎる。そうですね。なんかどんどん市役所の罪が重くなってきてるんですけど、大丈夫ですか？いやー、未解決事件が揺れてるな。つくしかないか。あ、ダメな。あ、揺れてるからって開けるとは限らないんだ。まあでも一応何かしら、なんかピースは出てくるんですね。ちょっと待って。言わないでと死んだ。おばさんが話したことは本当ですって言ったんでしょ。嘘はついちゃダメ。なんかどんどん不穏になってきますけど、でも開けるのが1個だけありましたよね。あれどこだっけ？ありましたね、どっか。青い吹き出しが多分どっか出てきましたよね。飛ぶからわかんないな。そうですね。ちょっと、あれさっき。上かな？いや、ちょっと待って。死亡じゃないか。すみません。ちょっと今だ。ちょっと待って。あ、これか。お母様から連絡があったようだ。あれかな？でも一瞬あれしたら開けなくなった。あれ？あ、翔太くんも同じように聞くのかだ。こっちだ。懐いていますかだ。失礼しました。2回クリックすればよかった。じゃあ、翔太くんが連れ子なのかな？っていう可能性がまた出てくるのか。でもそれでも別居、ちょっと待って。まあちょっと聞いてみましょう。ですね。翔太くんも同じようによく懐いていますか？受け入れるのはそう簡単ではなかったと思いますが。警察署から周辺の捜索に行ってご存知かもしれませんが、団地の下に水辺公園があるでしょう。穏やかに揺れる柳が寂しげなところです。去年に翔太とめぐみさんと一緒に公園を散歩しながら、息子がその木に似ていると思いました。枝に風を任せているように見えても、中身は芯が強くて丈夫なやつだと。子供にとっては、多分大人の私にとっても、家族を亡くすということは一つの世界が崩壊するのに等しい経験だそうですね。崩壊するものを再現するのは確かに時間が必要でしたが、それでもうちの翔太は自分なりの方法でよく乗り越えてきたと私は信じています。あの子が出かけるときいつも手に持っているものがありますよね。ご覧になりましたか？父親かなこれ。哲郎さんかな？そうですね。めぐみさんが、っていうか、だからめぐみさんと再婚してるのかな？で、再婚というか、まあ、わかんないけど、不倫からの再婚とかいう誰も幸せになれないあれですけど、ちょっと待って。何これお母さんのセリフっぽくないですね。お父さんかな？だと思う。哲郎さんっぽくないですか？で、だから多分別れたのかな？だから翔太くんと聖華ちゃんとでそれぞれ親御さんが引き取って、で哲郎さんはめぐみさんと再婚。でもじゃあなんで聖華ちゃんまでめぐみさんが面倒見ちょっと待って、まだなんかこの辺やっぱぐちゃぐちゃしてますね。まあ。わからないですね。そうですね。あの男の子も謎だな。とりあえずちょっとヒントがないので。何？家族？聖華ちゃんの家族についてよくご存知ですね。翔太くんの家族ならまあ昔からよく見てきたんで知ってます。3、4年くらい前かな。翔太くんの家族がこの町に引っ越してきては初めて翔太くんを見たときは小学校の高学年だと思いました。同世代の子に比べて背が高くてあんまり喋らない子でしょ。
その時低学年用の文房具を買おうとしてたんで、私が翔太くんのお母さんに他の品物をおすすめしたんですよ。そしたらよく間違われますと笑ってた覚えがありますね。もうあったかもしれませんが、翔太くん本当に落ち着いてますよ。まだ子供なのに。妹と2人で来る時もあの子欲しいものが多い年頃なのに自分のは選ばないで、いつも妹の後ろに立って妹が好きなものだけ選んであげたりするんですよ。アポロンかな。そうですね。これはなんか、絵はちょっと違うけど、アポロン文具店っぽいですよね。めぐみさんのマウントかアポロン文房具。やっぱここだ。よかった、マウントじゃなくてよかった。よし、はい、よかった。まだ救われる可能性は残っている。よし。まあでもなるほどな。だからちょっと客のことよく見てるっていうか、やっぱ地域の小さなお店の意義ってこういうところに若干あるの で、やっぱ中小のそういうところがどんどん潰れてて、大企業がうまい汁たくさんすすってるのちょっと嫌。そうですね。ちょっと手当たり次第ちょっと開いてみますか。お母様から連絡があったようですね。なんだこれ。どのお母様だろうね。お母様から連絡があったようですね。お聞きの通りです。警察署には一緒にいらっしゃいますか？彼はお祈りをしない人でした。土をいくら深く掘っても無駄な骨折りだと言っていました。入院している子供のそばでただの一度も手を合わせることすらしなかった人です。だから信じられません。我が子のために熱心で祈ったおかげでこうやって恩恵を受けたのに、彼は自分の力で何も変えられないという考えが嫌いでただ怒るだけでした。あの人を自首したんですって？本当にあの人が連れて行ったなら養育費のせいかもしれません。昨年の中頃から何度か私に訴えていたんですよ。養育費を送るのが難しいと。それで私は言ったんです。今が子供にとってどんなに大事な時期か分かってるの。しっかりしなさい。あなたの子供でしょうって。それでもまだ、あの人は祈らずに自分で状況を変えようとしているんですね。いや別に祈りで状況変わるとは思いませんけど、養育費は子供の権利なので、はい、そこは出た松田貞子。聖火の祖母。やっとセリフを変えられる。うちの娘が左。そしてこれはそれは多分お母さんですよね。ちなみに韓国のゲームっていうことなんで、おそらくキリスト教徒ですよね、これ。そうですよね。まあなのでまあそっか。まあ決めつけてはいけないですけど、信仰の話なんで。そうだな。あとちょっと私もね声も聞こえねえし姿も見えねえ神なんか頼ってられっか、俺が変えてやんよって言ってこの活動してるんであれなんですけど、でも祈ることとだから自分でやることと祈ることを並行してやらないとダメですよね。どっちかだけだと辛いと思うので。そして孫娘だからこれがようやく出てきたな、貞子さん。よかった。ちょっと貞子さんのセリフって他になんかもう一ありましたっけ？もうちょっとなんか他にもあった気がするんだけどな。なんかありましたよね。ちょっとたくさんあれをしていたんですけれどもまあでもそうですよ。キャラが開示されたら一気に変えておかないと多分やっぱ分かんなくなるから。これか。うちの娘は風邪をひいたと言ってた。だからこれが最初の多分ファーストコンタクト。やった、よし。ようやくこれで鍵が一つ解けたのかな、これってことかな。違う。あれでも黄色の確定したのの横ってもしかしてそのプラスってあれか？これは画像です。画像が開ける。イメージが開けるだけか。鍵なんか右上に鍵マークあるから。これがもしかしたらつなぐと会話できたりするのかな？多分何かとつながなきゃいけないってことなのか。そしてこれはダイヤル式なんだ。なんだこれ。もしかして0333とかどっかにあるかもしれない。
タこれ、イム。そうか、これは聖華さんのお母さんの誕生日。で、通報とかいなくなった失踪時刻とかがあるなら、理由は何ですか？死んだ日付。もう子供が死ぬ事件本当にやめてます。ちょっとその点、聖華の母が退院した日？これはわからないな。まだか。これらはわからん。ちょっとまだ数字が、聖華が行方不明になった日。これはわかるんじゃないですか？聖華さんが行方不明になった。3月2日 ?2 月3日でしたっけ？どっちだっけ？0203か0302だと思うんですけど、どっかにありましたよね、日付。どっかにあったんじゃないですか？あれどっかになかったっけ？2月3日、12月3日 ?2 月3日かかな？ 2 月4日はちょっと違いますよ。2月3日かなもしかして。2月3日で入れてみますか。2月3日か2月2日だと思う。いや、多分そう出た3だと思う。2月3日。いやー、よかった。しかし、まだ手がかりがない。死亡か誕生日。嫌だよ。誕生日か。てか、自首。文房具屋さん。でもこれまだ外せないんだ。はい、自首します、私は。言わないで、掘りますか。沈黙。息子さんはいましたか？聖華さんのお兄ちゃんが一緒にいたと言いましたが、翔太くんが言いたくなかったらゆっくり待つよ。これ確実に翔太だって言えるのは下のセリフかな？そうですね。あれ？開かない。そっか、今間違って5クリックしちゃうと、あれなんだ。この状態の時にクリックしなきゃダメなんだ。はい、そういうことか。システムがですね、まだよく分かってない。なるほど。はい。翔太くんが言いたくなかったら、ゆっくり待つよ。その代わり、翔太くんが準備できた時でいいから、私に教えてくれるって約束してくれたら嬉しいな。今の画像なんですか？何かすごく苦しい子なんですね。ダメでしょ。小学5年生の子がこんな闇抱えてちゃダメでしょ。いやー、ちょっと翔太くん幸せにするからね、絶対に。どうにかして、大人の義務ですよ、マジで。社会の義務。どっかの鍵が得られましたけど、さっきのからつながるところですよね。鍵を使って外そうかって選択肢が出た。じゃあ順番気をつけないと積むわけじゃないだろうけど、ちょっとごちゃごちゃっとなる可能性があるのか。そうですね。翔太くんのせいじゃない。翔太くんの家族の誰のせいでもない。言ってあげたいけどあんまりヒントにならそう。他の開けられるとこ全て開けて詰まったところで考えましょうか。その後なぜ何の届けも出さなかったのですか？約束が揺れてるので、約束見てみますか。さっきのセリフのところで約束のタグが揺れてるので。約束のタグ？左。さっき翔太くんの翔太くんが言える時でいいから教えてねっていう時に、確か揺れてたの約束が揺れてたはずなので。青いタグですね。そうどっかで揺れてた。これか。そう。すぐ出発します。そのまま話して電話を切らないでください。これ一番最初の通報じゃないですか。すぐ出発します。そのまま話して電話を切らないでください。どうしたんですか？
母から電話が来ました。聖火のおばあちゃんです。今団地の前のスーパーにいるけど、マンションの警備室から連絡が来た。私の家で火災報知器が鳴ってるらしいって。母が言うには警備員が火災かと思って確認に来たけれどドアを開けられなくて困ってる。ちょっと私の家まで行って開けてきてと。私は聖火ちゃんの面倒を見なきゃいけないから自分で行って開けてと言ったのに。母は頑固で、公園は目の前だからすぐに着くと言ってました。母が聖火の面倒を見る代わりに私が母のマンションに行って確認してから戻ってくればいいと。その方が早い。私が自分のマンションに戻ってくるときは母が聖火を連れて到着しているはずだと。母の家に行ってみたら本当に警備員さんが立ってました。ドアを開けて入ったら一体何に火をかけたのか鍋が焦げて煙が立ち込めてて、警備員さんが急いでガスコンロを消してから換気をしました。私はその間も娘を連れてこなくてよかったな、火が大きくなる前に消火できて助かったと考えながらすぐまたエレベーターに乗って外へ。何分もかかりませんでした。なのに戻ってきたら母が約束通り来てて、母に聖火ちゃんはどこと聞いたら、あなたが連れて行ったんじゃないのと。エイジさんいつ到着しますか？あ、これお母様ですね。お母さんですね。いや、これ祖母さんあなたでっていうちょっとてかなんかちょっと偶然が重なりすぎているので、どこからどこまでが作為なのかによってはちょっと話がだいぶ変わる。そうですね、わからないけど、はい。なんか嫌な偶然が重なってますね。いや、まあね、事実は小説よりきなりとは言うけれどもですよね。はい。2月、5日が、聖火さんちゃん失踪のやっぱ日付ですね。はい。2月5日？ちょっと待って。こっち2月5日ですよね。おかしくないですか？さっき、聖火ちゃん失踪の日付って2月3日でしたよね。でしたよね。私も0203だと思ってたんですけど、今そこが0203ですよね。なんで2日違うの？だからなぜその後何の届けも出さなかったんですかってこれ。でも翔太くんと宋さんが話してる会話ログでしょ、さっきのって。警察バッジマークがついてるやつって。はい、そうです。翔太くんがだからほら2月3日になんでみんなと一緒にいたのかいっていうような話を。だから届け出を出さないっていうのが2月5日なのおかしくない？だからこれが2月3日でしょ、普通に喋ってるから。そうと思うんですけど。だからそういえば松田さんの話とかアポロン文具店の話って松田さんじゃない、失礼。なんか浮気相手っぽい牧野めぐみさんは、でも日付出てないのか、牧野さんの。出てないんだ。どういうことなんだろう。でもアポロン文具店に連絡したのは2月3日ですよね。間違いないです。で、さっきオープンしたのは家族関係証明書ですけど、それオープンした時入力した日付2月3日なんで、2月3日だと思うんですけど、どういうこと？今ちょっとすいません、だいぶ状況長くなってきたんで整理しますね。宮城聖火ちゃん誘拐事件と思われる、謎の事件、未解決事件について、今解き明かすゲームをやっています。で、ヒントがちょっと断続的に出てきてるんで、ちょっと話がよくわからないんですけど、聖火さんのお母さんの証言が2月5日に、刑事さん私のこと覚えてますよね、娘がいなくなりましたという通報がここに残ってるんですよ。で、これはおそらくゲームシステム上、日付が確定するとここに黄色く G が出てくるので、2月5日で間違いないと思うんですよね。ただ、
が、それ以前に、刑事さん、主人公の、何でしたっけ名前忘れたけど。清崎さん。清崎さんが2月3日に聞き込みを開始してて、聖華ちゃんのお兄さんの宮城翔太くんとか、牧野めぐみさん、まあおそらく5歳っぽい人、に、証言を取ってるのは2月3日なんですよ。で、今入力した日付も2月3日が聖華ちゃんの失踪日だということで、間違いないんですよね。はい。どういうこと？お母様、錯乱状態でもしかしてなんかふっとなんかスイッチが入ってそのトラウマが呼び起こされて同じ行動をしてしまうみたいな、記憶が混濁してまたかけてきちゃったとかじゃないんですかね。どうなんだろう。ってことはこれ3時33分で間違いありませんっていうのってめぐみさんかですね。多分。そうね。だよね。だから一番、ここだやっぱり。2月3日だ。2月3日の6時10分。で、3時33分に牧野めぐみさんが、聖華ちゃんの失踪を確認して、まあ、この時に聞き込みされてるんですよ。主人公に。で、その後、なんで正確な時間を覚えているんだって聞かれて、私の携帯に通話記録が残ってると。間違いないと。だからこの時は、聖華ちゃんのお母さんは、まあ、聖華ちゃんと一緒にいなくて、一緒にいたのは牧野めぐみさんですよね。じゃあ、お母様、気づかなかったのか ?2 月5日まで。これ開けます？何の届けもなぜ出さなかったんですか？ちょっと、これって鍵使わなくても開く場合と無理やりこじ開けたくて開けるみたいな場合となんですかね。いや多分鍵使わないと開かないですよ。かな？イエローキーだから。で、右上に多分あれですね、黄色の時間を確定させると鍵5個貯めると1ポイントみたいな感じか。なるほど。他に聞きたいことないですけど、やっぱそれが引っかかるかな。どうなんだろう。いや正直ちょっと引っかかるので開けてみたいなと。じゃあこれからそうですね。じゃあ開けましょう。はい。これおそらくだからなぜ何の届けも出さなかったのかっていうのってだから電話とかでもしかして開けたりしない？違う、開けない。とりあえずまあこれとりあえずこれいきますか。聖華ちゃんのお父さんには連絡しましたか？聖華ちゃんのお父さんには連絡しましたか？もう何度も電話しましたけど出ないんです。毎年娘の誕生日の時に会うくらいなんで電話に出ないのは特別なことではありませんが、今はそんな場合じゃないのに聖華ちゃんが見当たらないんですよ。実はこの前警察署からあなたが来た日にちょうどあの人にメールを送りました。娘は私と一緒にいるのも好きだそうですが、パパに会いたいと言いまして、今までずっとそんなこと言わなかったあの子が、それで連絡を入れました。聖華ちゃんがパパに会いたいと言うから顔を見せるだけでもと。なのにあの人なんで白状なんでしょう。これはおそらく市役所のセリフじゃないですね。市役所のセリフじゃない。お母さんのセリフ。お母様のセリフでしょうね。陛下母のセリフだと思います。ここだ。2月5日だ。やっぱり。誕生日が揺れてるので、あとダイヤルキーも開けられるので、誕生日でいきましょうか。家族関係証明書。開けられる。なるほど。はい。あんまり見たくない。あんまり見たくないけど。怖い。何が書いてあるかな。家族関係証明書。ここででもいろいろわかるかもしれません。はい。本人宮城哲郎1972年9月15日生まれ男。配偶者宮城沙羅。死亡 ?74 年12月生まれ女死亡。婚姻2000年3月5日。死亡2009年9月5日。今、事件は2012年の話です。はい。子女宮城翔太。じゃあ宮城さんは、翔太くんはやっぱりお母さん沙羅さんの息子っていうことか。でも養育費とかって言ってたから多分それは死別したあれじゃない。いやそれはだって沙羅さんはだからお母さんはだって12年に生きてる人だから
違いますよね。2番目のお母さんですよね、おそらく。だから翔太くんとよく懐いていますねっていう話が出てたのは、やっぱりお母さんとその翔太くんの関係だった。なるほど。じゃあもうすでにめぐみさんうんぬんじゃないんだ、とりあえず。ですね。まあ正当というか特に何もやましいことのないで、試合上、せいかちゃんもそうなんだ。せいかちゃんもサラさんの娘なんだ。違うでしょ。だって死亡2009年だからそれまで結婚してたんじゃないですか。でも娘をお腹の中でって言ってたでしょ。それもそうだ。おかしくない？ちょっと待って、どういうこと？ 2012 年4月4日映画視聴。どういう意味これ？おかしいですよね。だって言ってたでしょ、そのお腹にいる時からってことは宮城せいかちゃんのお母さんは2004年に再婚した人ででサラさんは2001年とかに離婚してたっていうことかな。もしかして死亡したのはその後っていうことかな。わかんないけど。でもこれとりあえず映画市役所でとりあえず間違いないのかな。そうですね。まあたまたまいつ閲覧しましたかっていう。いつ閲覧したかわかんないけど。ちょっと待って。でもとりあえず誕生日でせいかちゃんの誕生日でダイヤルありましたよね。とりあえずそれ行くか。ちょっと待って。ちょっとだからまだお母さんの名前開けないのか。なるほどな。お腹の中で自体を疑わなきゃいけない。そこまでちょっと。いや、そうなってくるとまたちょっと話がいろいろと変わってくるっていう。いやー、でもどういうことなの？お母さんの名前がわかんないから結局サラさんなのかサラさんじゃない人なのか、多分サラさんじゃないと思うけどわかんないですよね。サラさんではない。サラさんだって2009年に死んでるはずだから違いますよね。なので2012年に発言があるということは違うと思われますよね。違う。死んだ日自首の日付はわかるのか。電話が確かあったでしょ。自首してくるあれがありましたみたいな。あの子わからねえ。手がかりを含む金色のかけらが開かれている。今答えを探してみよう。これ答え探せるんだ。いいです。検索。翔太が常に手に握っているもの？飴？そっか、飴か。はい。アポロン文具店のとこに多分飴がないかな。どっかに飴。でも飴以外に握ってられるものないでしょ？そうですね。ないよね。どこかに飴のイラストがあるのかな。どうなんだろう。文字を選ぶのかと思ったけどどうなんだろうか。イラスト。ここイラストを選ぶのか。の可能性もあるのかなって思って。であと柳。傘？緑それ？よっしゃ。なるほど。色がついてるやつもしかしたら意味があるのかもしれない。なるほど。傘かな。でも飴だと思ったんだけどな。でもちょっと待って。あとなんか柳がうんたらっていうなんかこうしんみりした語りがあったでしょ。でもそれお父さんじゃないですよね。お父さんじゃなくて。翔太はもうそうだと思うけどって言ってるので、多分翔太くんは、だからその翔太くんが、そのお母さんは多分生みの親との死別の話をしてるってことですよね、多分。そうですね。だからもうめぐみさん、あなたのことが全然わかんない。ヘイトを向けてていいのかどうかもわかんない。何もわかんないから向けるべきじゃないんだけど、なんかやっぱちょっとなんだこれは謎がいろんなところにとっちらかってるんだよな。
でも息子って言ってるから、でもそれはやっぱ、なんだろうな。だって、同じようによく懐いていますかっていう言い方してるから、実のね、やっぱり親子関係の人、本来はちょっと失礼な聞き方だけど、っていう言い方なのかなというふうには推測できますね。どっちかですよね。はい。私も水分取ろうかな。皆様も、リスナーの皆様も、ぜひ水分補給、塩分補給、ちゃんとなさってくださいね。はい、失礼しました。はい、お帰りなさい。なんかやっぱこう家族関係のもつれがトリックっていうかファクターになってるやつってやっぱちょっと気をつけて取り扱わないと差別的だったり部別的になるそうですねので、だからやっぱそうミステリーを、だからやっぱミステリーに触れる時ってそこもしっかり、わきまえるじゃないですけど、やっぱこう心にしっかりそこ持っておかないと、マイノリティを踏むようなストーリーを絶賛したりしがち。変更もそうですよね。私だからブチ切れることができたって感じ。今上のやつつながりましたね、タイムライン。つながりました。ちょっとお母さんの発言のタイムラインバラバラにしちゃってたんで全部つなげました。はい、であれで確定したら、その全部が確定したらその間が埋まって全部つながるんですね。そうですね。なるほどな。つまりだからもう隙間がないってことでしょ。なるほど。でも2月4日にこの会話してんの？でも2月3日にいなくなってるのにこの会話してるのおかしくないです？ 2013年なんてことないですもんね。2012年ですもんね。2012年です。なんか不穏なんですけど。ちょっと待って、でもしかもここで確定してるんでしょ？おかしいですよね。何かがあるんだ。っていうか、お母さん知らなかったってことですか？この記述が全部正しいと信じるとするなら、5日になるまでせいかちゃんが行方不明になったということを、事実を、知らなくて、なんで知らない？で、なんか2日間のタイムラグがあったっていうことですよね。なんで2日もタイムラグがあったんだろう。それがわからないですよね。で平気で、なんか何事もなく喋ってきてるから、何かこう画策してトリックをばらまいてるわけではなさそうなんですよね。別のイベントが始まった。自首した人がいたってこと、もう思い出しましたね。久しぶりですね、ジグゾーパズルチャンピオン。なのに、あなたがまださいかちゃんの母親を疑いの目で見ているというのは、やっぱり記憶が歪曲されているんじゃないですか？そうではありません。焦点を合わせて思い出すのが難しいだけで、内容は聞いた時のままです。せいかちゃんの父親がはっきりと言いましたよね。せいかの母親が絶対に見つけ出せないところで、せいかが生きていられるようにしてくださいと。あの人がせいかちゃんの行方不明を未解決事件にすることを望んだ決定的な理由でした。さらに、他の陳述もいくつか。わかりました。じゃあ、まず、せいかちゃんの母親を疑う理由を探してみましょうか。彼女に対する不信感が隠された記憶の扉を開けてくれるはずです。結局、せいかちゃんのお母さんが行方不明の原因だったのは明らかな事実なんですから。ちょっと待って、行方不明の原因だって断言されてるんですけど。だから2日後にの通報でしょ、多分。そうですね。確かに時系列がめちゃくちゃおかしい。なんで2日後にこの人を覗いてんのっていう、怖っていう。なので、この人からせいかちゃんを遠ざけたかったんだろうなですけど、理由が
わかんない。うん。ああ、そうあたり。ちょっと待って。でもこの辺探索、うちの娘は元気ですよじゃないですか。あ、これかな？あ、違う。あ、違うの？どういうことなんだ？ちょっと待って、お腹の中からにいた時から上、一番上？違うのか。違いますね。怪しい、もう全部怪しいけどなんで会わないの？明日清崎駅、その辺かな？来てください、娘が。でも私のことを、でも私のことを覚えてますか？まあ、刑事に言うセリフとしては、そんなおかしくないか。でもこれどうしたらいいんだろう。総当たりゲームになっちゃってるんですけど。でもね、これって総当たりだけど悪いんじゃなくて、もうこういうのってね、それこそ認識の相違があって、こっちなのみたいなことがたまにあるんですよね。うん。娘がいなくなったのは私のせいかもしれません。でも違う。じゃあ何なの？じゃあ何なの？どうなんだろう。1個あった。だからもうママと呼んでくれないんでしょうか？なんで？いや、だからまあ5歳のせいでわけわかんないことになってるんだったら、さすがにかわいそうすぎるんですけど。でもまだこれちょっともしかしてお母さんのセリフが足りないのかな？でも開けられるって言ってましたよね。つうことは揃ってるんでしょ、多分別の。背が高い名前、公園？もしかして別の誰かのセリフとかからじゃないです？別の誰かのセリフ？何も言わないで。翔太くんにとってさやかちゃんのお母さんはおばさんなのかな？もしかしてそうなのか。お母さんって呼んでないのかもしれない。なるほど。翔太くんはですよ。ただ、さやかちゃんにとっては多分実母なのかもですけど、でもなんか悲しいな。それも悲しいですね。哲郎さんのセリフじゃないですか。母がそう見つけ出せないところで一番下の方かな。いや哲郎これかの下の方。ここか。そうこれだ。3つ。いや確かにそうだけどさ、自首かってことは父親が自首したんでしょ。でも自首陛下さんが死んだ日付嫌なんですけど、だからこれもしかして2月4日？会話をつなぐためには情報を外す必要があります。ちょっと待って。これもなんか開けられるっぽいですね。めぐみに対する複雑な感情がわかる翔太の陳述。本当に似てるか。本当に似てる？これだ。1個で入った。でもめぐみさんとせいかちゃん、だからやっぱそうか。めぐみさんの息子だと自分のことを思ってるってことっすか？でも宮城翔太さんでもだからそのめぐみさん3番目の母親ということになるので、そのめぐみさんを見た時に背が高いから、その清崎さんは背が高いのお母さんに似たのかなって聞いたけど、本当に似てるのって言ったっていう流れ。でもなんか分かんなくなってきた。複雑な感情を抱いてるのは分かりますけど、だから似てるわけないじゃんっていうところと、似てるわけないのになんで似てるって言ったんだろうか。やっぱさいかちゃんの
やっぱさいかちゃんのお母あ、せいかさんちゃんですね。の方、もう分かんなくなってきた。せいかちゃんのお母さんの方とはまあしばらく暮らしてたけど、めぐみさんは多分新しいそうですね。人でしょ新しいお母さんだと思われる。はい今のところ、うんまあ、だから似てるって言われて、なんでそんなこと言うのっていうことかもしれないかな。手がかりを含む記憶のかけら、文房具店の説明が嘘。は？嘘？アポロン文具店が不誠実を働いている？ちょっと待って。怖っ。他のまさかなんか誠実な人物感があった。他の方も？いや、っていうか違う。ただのもうそう当たりしてるけど。ただの登場人物だと思ってたんですけどね。そうですね。まさかここまで。あれでも開かれてる？待って。別の。もしかしてアポロン文具店のセリフじゃないってこと？翔太くんのセリフに自分一人で行ったってあったでしょ。それか。そうか。かな？一人で行ったそう行ったって、僕が行ったって一人、走って行った。ここだ。なるほど。さすが風花さん。いやゴリゴリ一人で来たとか、これか。あれ？違うんいやでもとりあえずそこも聞きますか。じゃあアポロン文具店嘘ついてるのか。いや、なんで嘘ついたの？なんで？やっぱなんかそれぞれがそれぞれの事情で嘘をついているらしいんですけど。やばいな。はい。公園の近くにさやかちゃんがよく行くところはありますか？一人で行けそうな見慣れた場所とか。娘が一人で迷子になったと思っているんですか？ただの失踪だと。あらゆる可能性を想定しているって？これはあんたたちのご都合主義じゃないですか。犯罪か、ただの失踪か、どっちに焦点を合わせるかで、限られた人的資源を投入するべきところも時期も変わってきますよね。今娘が何をされているかもわからないんだ。なのに一人でどこに行ったかだって？こんなのんきな質問を。すみません。いやまあお気持ちは察するんですけど、一人でよく行く場所を、だからその割と子供を狙った犯罪者って観察してることも多いので、一人でよく行く場所で待ち伏せされてるってこともありえるんですよ。だから無意味な質問ではないんですが、ご家族からすると自分たちにそんな風に嫌味な質問してくるくらいだったら探せって言いたくなる気持ちはまあ分からでもないというところ。そしてこれ宮城哲郎さんが分かったことがある車椅子ユーザーです。ユーザーなので、車椅子が入れないところはっていうセリフがあったでしょ。ありましたね。だからそれが哲郎さんのセリフだっていうことが確定しましたね。あれもうこっちに映してますっけ？そっか、あれ映してないのか。多分お母様のセリフのところじゃないかな。どこでしたっけ？あれですよね。翔太くんが傘持ってるところですよね。そう。下かな？下かな？どこ行ったっけ？ここじゃなかったかもしれないな。あれ？あれ違うんじゃないですか？じゃあ哲郎さんの普通もうそっちに移動してるのかな？あれ？どうだっけ？あれ？哲郎さんのセリフですよ。これか。ちゃんと移動されてる。映してたか、よかった。もう記憶が混濁してるぞ。この実況の間だけでもこんだけ混濁してるので、やっぱ実際に何十年も多分この事件に苦しめられ続けてる清崎さんからすればやっぱこんぐらいうおーってなってますよね、多分ね。そうなんですよね。今コントロール F っていうコメントがあったんですけど、できないんですよね。したいな。したいな。とってもしたいな。本当に小島康生が犯人と思うか？なわけないでしょ。原島か。本当に原島康生さんが犯人だと思いますか？そうですね。
本当にあの人がやったんでしょうか？刑事さんはそう信じますか？どんなに経済的な問題があったとしてもそんなことをする人じゃないんですけど、むしろあの人は、刑事さん、私は昴生さんを弁護しようとしてるんじゃなくてただ見たことをお話ししますが、あの公園にいつも周りをうろうろしている女性がいました。娘を探しに近所に行くたびにその女性を見かけてずっと気になっていました。30代か40代前半に見える少し背が高い女性でしたけど、そうですね、私より10センチくらい高かったかな。その女性はいつもあの公園の方を見つめていました。女性が立っていたのは公園から少し離れていて花壇で区切られた場所だったんです。ですのであまり目立たない空間でしたが、無理して顔を出すとあの公園で遊んでいる子供たちを遠くから監視できる、そんな場所でした。そこに女性がいたんです。堀越しに見ようとつま先立ちまでして。刑事さん、ところで昴生さんが連れて行ったその子の名前なんて言うんですか？似てる。繋がった？はい。堀から多分あれでしょ、探し回ってる女の方が多分めぐみさんのことですよね。そうですね、おそらく背が高い女性だって言ってたからめぐみさんだ。で連れ去られたその子なんて言うんですかなので、でもこれ聖華さんの母親と話した会話になってるんですけど、なんかじゃあやっぱだから聖華ちゃんが連れ去られたって分かんないから、誰が連れ去られたんですかって聞いちゃったんですね。多分。やっぱおかしいな。これは聖華の母親と交わした会話ですよね。多分そうです。わけが分からなくなってきました。聖華の母親が自首した男と知り合いだったということも、誘拐された娘のことをまるで見知らぬ子供の話のように聞いてきたあの様子もゾッとします。もしかして彼女は自分の姿を他者化して描写したのでしょうか？おばあちゃん、今までの人生でつま先立ちをした場面が記憶に残っていませんか？どうして急にそんなことを？私はですね、振り返ってみると、つま先立ちをした時はいつも似たような状況でした。愛情がある時、愛情を持った相手に目線を合わせたい時だったような気がします。この事件はあなたが30年近く意識しながら飽食しながら担当した事件の中で唯一残った未解決の事件です。事件の書類を整理してキャビネットの片隅にあげたとき、あなたもつま先立ちをしていたんじゃないですか？でもめぐみに愛情がある、めぐみさんに聖華ちゃんへの愛情があるって言いたいんですか？いや、そうじゃなくて、そのお母さんのことを犯人だと清崎さんは強く疑ってますよね。だからでもそのつま先立ちをして見てた背が高い女ってめぐみさんのことでしょ？そうですね。だからでそのジグソーパズルチャンピオンはつま先立ちをしてる時いつもどんな時ですかって、愛情を持って見ている時ですよねって言ってるのって、だからめぐみさんが公園で塀の向こうからこうつま先立ちをして聖華ちゃんを見てるのは愛情だって言ってるのかなって思うんですけど、あるいは先ほど自己投影っていう言葉があったので、聖華さんの母がちょっとお母さんが錯乱しているような状況にあり、それで自分がそれをやっていたことを他人事のように描写しているのだとしたら、聖華さんのお母さんが聖華さんに対する愛情を表現したセリフであって、犯人が言い逃れをしているような、そういうゾッとするような表現ではないっていう意味なのかなと私は思いました。ちょっとゾッとなるほどな。嵐間昴生。でも名前いっぱいある。これ黄色開けてみます？欠席者リスト開けられるんですよね。そうですね。4人いるんでしょ、はい、来なかったはい、ご家庭が4つある。
らしいので、だからすげえところに行ってるな。ここを外す。そしてもしかすると、さっきのお母さんの失礼クリックミスです。セリフに戻って名前これか。なるほど。ここでこうつなげるんだ。欠席人数4人。欠席者リスト。誕生日。柴田健介2005年1月生まれ。野原力2004年生まれ。斎藤武2004年生まれ。原島聖華。原島？嘘。今ゾッとしちゃったんですけど。はちょっと待ってください。で、あと、あれかな、野原俊樹かなか、俊樹かわかんないけど。俊信。ってことは待って、原島ちょっと待って、原島康生頭が理解を拒んでいるよ。ちょっと待って。原島さんが実の父親？聖華さんの。じゃあ自首で合ってるじゃん。それで。そういうことか。父親が自首でしょ？父親が自首してきたってそういう意味か。お互いに離婚、お互いに再婚してるんですか？じゃあ再婚っていうか。そういうことか。だからその可能性はありませんか？お母さん。いやでも待って、でもそれってことはこれ宮城哲郎さんのセリフじゃないんじゃないですか？原島さんのセリフなんじゃないですか？もしかして違うかな。違うのか。いやちょっと待ってください。ビジュアル出せますか？はい。原島さんだ。ですね。つまり最初のお父さんのセリフということがそもそも宮城のセリフじゃなかった。原島康生のセリフだったんだ。今さっきの開けないと分かんなかったですね、これが。怖っ。ちょっと待ってよ。いやー、これは分かんなかったな。ちょっと待って、肩書きでも待って、多分じゃあステップファーザーですかね。康生さんが。そういうことなのかな。だってさっき役所の書類に一応書いてあったのは宮城聖華だったはずなので。役所の書類？家族関係証明書？そっか、宮城聖華さんか。そうで書いてあるので。ということはお母さんが宮城聖華さんを連れて行って原島さんと再婚したってことか。っていうことかな。じゃないかな、やっぱ。まあ残念なことに今夫婦別姓がまだ実現していないのでしかも夫となる人の姓を名乗ることが多いので、そういうことじゃないでしょうか。韓国だと一応夫婦別姓は実現しております。そうです。すいません。ただ日本と同じでちょっと残念ながらね、ジェンダー平等はちょっとまだ課題が多いというか、家父長的な文化が残ってる国なんで、全部ね父親の姓に合わせるっていうことはよくある話みたいですね。ただ韓国キムさんが多いので、あんまり姓があんまりだからその父親とか父方の血統には確かにこだわりがあるらしいですけど、あんまり文化的にこだわりはないっていう話は聞いたことあります。みんな同じだからそれ何したってそれでもやっぱり前大統領をちゃんと罪に問える国ですから、日本と比べるのはおこがましいかもしれないの気持ち。いやー、相関図書きたいですね、これちょっと。相関図欲しいな。いやー、まさかだな。ミステリーのあるあるですよね。登場人物を把握できなくて、頭から落ちちゃうせいで、フラッと分かんなくなるっていうことなのかな。いやでもそしたらでもお母さんのセリフにはそれでもやっぱり謎が多いですよね。なんで違うかも。だからいやでも原島になってるからな。
かしいな。英語教師の経済状況が悪化した理由？養育費？養育費で正解だったらちょっと話が変わるんですけど、なんかあったでしょ？養育費がうんたらかんたら。あ、これだ。ちょっと待って。っていうことはやっぱり別居はしてるんだ。別居してるって言ってましたもんね、お母さん。だから原島康生とは別居はしてるんですよ。うん。ちょっと待って、わかんない。だからでも聖華さんが死んだ日付ってこれ嫌なんだけど、もう死んでない、まだ死んでいないって言いたいよ。おあ、でもダメだ。2月5日までで死亡日がない。まあだから母親が気づくまでってことですよね。どういうことなんだろう。で、あの子の母親がっていうか待って、それ一番上のでも自首しますだからな。自首しますだから、これは原島さんのセリフで間違いないんじゃないですか。でもそれ一番最初に出せない。それ一番最初に、でもそれが一番最初におかしい。ちょっと待って、原島さんの話してる内容をちょっと分かんないか。原島さんの話してるとセリフとされるものは今のところ私が自首します、やりました、3日前にやったと言ってるのでおそらく2月6日のセリフですよね。私が一緒にいました。あの子を誘拐したんです。本当に申し訳ありません。重い罪を犯しました。お金が必要であんなことをやってしまったと。要は養育費を払いたくないからやってしまったと。で、刑事さん本当のことをお話しします。死んだんです。あの子はとっくに死んでしまいました。もうこの世にはいないんです。聖華さんの失踪届は公式に受理されたんですよね。つまり娘が行方不明児童としてシステムに登録されているんですよね。ならば娘を探さないでくれ。母親を絶対に見つけ出さないで。はい。さらわれた子別じゃないですか。さらわれた子別？あ、そういうことか。聖華ちゃんじゃないんじゃない？さらわれたの。あ、そういうことか。だって聖華ちゃんがさらわれていなくなったら養育費払わなくてよくなるでしょ。はい。だから聖華ちゃんはどこかで生きてて、だからその別の子がさらわれたけど、聖華がさらわれましたってことにしてるんじゃないですか。だから2人の女の子が関わってる可能性がある。そうですね。確かに。さっきのリストにでも女子名っていうのも嫌なんですけど、女子っぽい名前他にありましたかね。2つリスト？リストに役所のリストですか？いや、他は全員男子っぽいですね。ぽい。まあわかんないけど、ジェンダーわかんないけど、健介くん、健介さん、リーキーさん、たけしさんで聖華ちゃん。原島聖華。でもなんかおかしくないかなって個人的に思ってて、なんかだからその聖華ちゃんのお母様が気づくのに遅れたのかなって思ったんですよ。だからなんかやっぱなんかそこの2日間のラグの今すごいこと気づいちゃったんですけどいいですか？はい、宮城聖華さんと原島聖華さん別人じゃないですか。マジで？宮城聖華さん2004年8月1日生まれで、宮城原島聖華2004年4月3日生まれ。本当だ。なるほど。名前が同じだけで別人。そういうことか。入れ替わりトリックだ。入れ替わりトリックだ。ただよくある名前だったらわかるんですけど、聖華で被るか。いやだから質問にあったんですよ。まだオープンしてないんですけど、聖華という名前に特別な意味があったんじゃないのかっていう。そうだうわだから宮城聖華と原島聖華の2人の少女がいて、でも原島聖華さんが言ってるのはでも原島聖華ですよね。じゃあ誘拐されたのって。だから
どういうことなんだろう。あれでもまた分かんなくなってきた。はい。だからお母さんの名前がまだ出てないのか。出せないのか。そうか。名字が原島さんなのかな。どっちなんだろう。何かしらあるから出せないのかもしれないですけど、だからその本当にさらわれたのは宮城の方なのか原島の方なのか、どちらがさらわれたのかをまず確認しないといけないですね。かな。聖火の母親の誕生日。これはどっちの聖火ちゃんか分かんないけど、宮城沙羅さんだったら12月25日生まれっていうことかな。12月25、多分、開いた。そうですよね。まあ多分出せないので、じゃないと多分ということは、待って、ちょっと待って、ぐちゃぐちゃしてきた。はい、ちょっと整理しましょう。非常に複雑なミステリーです。宮城哲郎さんと、なんかもしかして婚姻関係にあったかどうかも怪しくなってきたけど、聖火さんのお母さんというキャラクターが登場します。そして宮城聖火さんという、少女はいるんですけど、実際に行方不明になったのは、同名の、原島聖火ちゃんで、原島聖火ちゃんはおそらく、この聖火さんのお母さんと原島さんの娘。ですね。はい。で、宮城翔太さんは宮城、哲郎さんと誰かの、サラさんでしたっけ？まだ未登場の、そうですね、前妻の息子で、牧野めぐみさんはおそらく宮城さんの5歳の方ですね。はい。5歳って言い方ちょっと良くないかも。ごめんなさい。っていうところですかね。で、松田孝子さんは、どっちの聖火さんの祖母かは分かんないけど、お母さんって呼んでる原島お母さんの、おそらく祖母ですね。はい。いやでも養育費を払いたくないんだから、だから多分自分の娘がいなくなったことにだからちょっと待って、マジでどっちだ。だから宮城聖火ちゃんと原島聖火ちゃんという2人の聖火ちゃんがいることになったので、どちらの聖火ちゃんが行方不明児童なのかはちょっと多分原島の方じゃないかと思うけれども、まだはっきりしません。はい。で多分だから妻に見つからないようにっていうのは分かるからでしょ。いるじゃん、生きてるじゃん、死んでないじゃんってなっちゃうから、原島聖火さんはだから妻に見えないところに生きている、だから可能性がある。だから多分生存の確率が高いのは原島聖火さんなのかなですね。宮城聖火ちゃんは行方不明ということにしてくれと。どこかに消えてしまったけど、もし本当に残念なことに命を失っている可能性が高いのは宮城聖火さんの方。ちょっと待って。っていうことか。こんな嫌なアハ体験的なやつはちょっと辛いですね。聖火が行方不明になった時にめぐみがいた場所。それはでも堀ですね。マンションの廊下か。マンションの廊下でしたっけ？違う。マンションの廊下をそう。花壇で区切られた場所だ。堀ですよね。堀ですね。マンションに入って電話したのはあれか。また別か。聖火ちゃんのお母さん。ややこしいけど。原島聖火ちゃんのお母さんの方。助けて。個人名がないとぐちゃぐちゃになっちゃうよ。いやでもわざと助けてドラえもん。多分わざとだとは思います。これミステリーの人間関係がぐちゃぐちゃなのは大抵わざとですからね。そうですね。単純明快だとやっぱしかしこれめちゃくちゃな事件だな。まっさらなね、まっさらなただの校庭に物は隠せないけど、草原にだったらね、高く伸び今の時期高く伸びた草むらとかに小石投げても見つけられないのと一緒で、やっぱだからごちゃごちゃしてるからこそいろんな謎が隠れられる余地があるっていうところだから、これ開けてみますか。聖火ちゃんの
から写真見せた時に別人って言ったの。この子じゃないです、一緒にいた男の子って言ってた。ってことは宮城翔太君のことを知らない誰かのセリフだったのかなのセリフの可能性があるのかなと。まあだからまあいなくなったのは、いやでも父親が自首してきましたって言って原島康生さんが自首してきたの分かってるから、だからなんで宮城翔太くん宮城翔太くんの写真を出してるわけではない説？ちょっと待って、わかんない待ってマジでわかんない。ちょっととりあえず読んでもらっていいです？ごめんなさい。すいません。そうか、息子さんはいましたか？聖華ちゃんのお兄さんが公園に一緒にいたと聞きましたが。翔太くんがずっと一緒にいたんですが、聖華ちゃんがどこに行ったかは見てないそうです。翔太くんかわいそうだ本当になんかこの中で一番かわいそうじゃないですか。子供の彼だって児童ですよ、児童の権利を守りましょう。もう言いたくて仕方がない。もうそれだけは、もう児童の権利無視されすぎだよこのストーリーはよ。いやまあそういう話だからしょうがないけれども、ちょっと翔太さんはひどい目に遭いすぎだと思いますね。で、聖華ちゃんの顔だから翔太くんはわかるわけでしょ？そうですよね。だから、妹の顔はわかるから、この子の口を封じないといけないわけです。この本当に2人のトリックを使ってるとしたら、聖華がいるのであれば、ならば黙らせられないのはこの子だけ、だからこの子の口を塞がないといけないわけですよ。だからこの子がどんだけ今苦しい思いをしているのかでしょっていうことですね。助けようスカーレッタが助けに行きます。なんか翔太くんだけでも助けるルートに行きたいないのかな。そうこのゲームエンディングが2つあるらしいので、トゥルーエンドを意地でもつかみ取れるように我々頑張ります。翔太くんがずっと一緒にいたんですが、聖華ちゃんがどこに行ったのか見てないそうです。そんなことがあるわけないと、些細な手がかりでも見つかるんじゃないかと思ってひどくせき立ててしまいまして、実際に聖華ちゃんを見失ってしまったのは私なのに、みんなに申し訳ないです。聖華ちゃんにも翔太くんにも全部私のせいなんです。翔太くんには質問しないでもらえませんか？黙ったままだと思います。こんにちはめぐみさん。はい、めぐみさんですね。この供述はめぐみですね。言わないで。なんか秘密抱えてるやつってこういう真実を知ってる子を気遣うふりして接触させないようにするんですよ。なんかでもめぐみさんはやっぱり正直怪しい本当に。なんだてめ風花さんが切れている。いやだってどんな理由があるとしても翔太くんを苦しめていい理由にはならないんですよ。そうですね。ダメです。いや許さない。ちょっとただね、私相関図とか関係図を作るのがとても下手くそなことで有名なんですけど、でもないと混乱しますよね。次回どうしようかな。ちょっとあれですね。ちょっともし作れますっていう方いらっしゃったらぜひ教えてくださると助かる。いらっしゃらなければ頑張ります。だてめえやっぱでも怒る時に怒るのがアンガーマネジメントなので、子供を苦しめる大人がいるなら怒りますよ。そうですね。なんとしてでもこの大人たちの邪悪なあれをなんか暴きたいですね。ちょっと翔太くんだけでもなんとか救い出したい。であと生きているであろうもう片方の聖華ちゃんは、だからその子も幸せじゃないと。小学4年生にとって沈黙を守るのは大変なことです。その通りですよ。それでも翔太くんはこらえてたんですよ。これ鍵外せないか？鍵外せませんか？めぐみの誕生日を調べろ。いや知らないよ。てめえのことなんでどうでもいいよ。めぐみさんはあの時公園に行ってないと聞きましたがって言ってみますか、とりあえず。こら、めぐみさんはあの時公園に行ってないと聞きましたが、罪悪感を持った翔太くんがいくら心配だったとしてもいい判断ではありませんでしたね。どうして分かったんですか？
何も言わなくていいよと。翔太くんに何も言わなくても大丈夫だよと言ったのに。聖華ちゃんがいなくなったのは決して翔太くんのせいではないんです。翔太くんは私と一緒にいるのを嫌がったからだと思いますけど、ちゃんと面倒を見てない私のせいですから。だからはっきり言ったのに。聖華ちゃんを見失ったのは私なんです。知らねえよ。で、あと、待って、あとなんか指輪が光ってるの何ですか？なんで右手の薬指なの？ちょっと嫌な演出。右手の薬指ってあれですか？婚約指？エンゲージリング、そうですね。はい。うん。じゃあ、婚約指輪ですね。宮城お父さんと婚約してるってことかな今。ってですよね。おそらく話の流れからすると。そうですね。だって翔太くんがいなきゃいけないので、だったらそうでしょうね。なんだてめえ。なんだてめえ。すごい。もうだんだんもうみんなめぐみさんへのヘイトが、ヘイトが。いやだって何も言わなくていいよじゃなくて何も言うなって言われてたでしょ。翔太くん言わないでって。そうですね。言わなくていいよじゃなくて言わないででしょ。ニュアンスが違うだけで意味が変わるんだよ。ちょっとそうやっぱフィクションでもね、子供を苦しめる大人に対しては切れていく必要はある。やっぱ、ね、瞬間的に0秒で切れられないといけないので、はい、そういう時にね。そうちょっとでも誕生日か。聖華の母が退院した日、いやこれはわからないですよね。ヒントがない。もうベッドの上で祈りを捧げてたところのあれが確定できたら、そうですね。かな。そこが確定できたら、できれば。そっか、聖華さんのじゃあお母さんはやっぱりそっか、その後ちょっと入院したっていうことかですか？もしかして事件。だからこの方が原島姓なのか原島か宮城かによって話が変わるってことなんですよね。そっか。っていうことはこれお母さんのセリフじゃない。宮城哲郎のセリフだ。多分。ですよね。柳がどうとかっていうの。そうですね。ちょっと非常によそよそしいなんかあれですけど。勘弁して。いやでもなんかやっぱちょっとおかしいな。お父さんのセリフとつながらないな。ちょっとわからない。待って、宮城だもんな。翔太くんの話をしてるから宮城の人じゃないとダメでしょ。おかしいですよね。だからめぐみさんじゃないその宮城さん、宮城聡太さんのお父さんなんで、もしかしたらお母さんだってこの人、翔太くんのこと知らないかもしれないですよね。下手したら。下手すると。だって話してない。この男の子が公園に出てったっていうのは、だから多分これか。男の子が娘の失踪と関係があるんですか？じゃあこの人やっぱつながった。はい。つながりました。そういうことはやっぱり宮城翔太くんのこと知らないんだ。ない。ということはこの方は原島姓の方の。そうですね。原島康生さんの元妻。そうでしょうね。だって今別居してるだとか。そうですね。で宮城さんの方だと、死別だから、養育費は関係ないんですよね。とりあえず。でどっちもご存命なのでそうですね。原島聖華さんが生きている限りは養育費が出ると。いや、ちょっと原島康生お前ラリアットかましていいか？本当にお前のせいだって。でも、だからただその原島聖華さんが本当に亡くなってしまったのであれば、何も取り繕うことはないんですよ。何が何でも隠しておきたいってことは生存してるのは原島聖華さんなんですよ。おそらくそうですよね。この流れから陳述からすると、これ原島康生さんだな。でそれででも娘を彩花ちゃんを失いたくなかった側に、だからこう不慮の事故で宮城聖華さんの方が死んじゃうっていう話なのかな。として、だから都合よく原島聖華ちゃんを
そっちに差し出したじゃないですけど、それかなんでしょうね、すごい陰謀論的に言うなら殺し屋に依頼してたとかで彩花と彩花で間違ったとか、聖花と聖花で間違った、聖花ちゃんだって、そう金木犀だから聖花ちゃん、そうまあただその名前のトリックが多分もうちょっと多分これだけじゃないと思うんですよ。我々にアハ体験をさせるためだけじゃなくて、もうちょっと多分あると思うので、もう一紙が多分もう一ひねりあると思うんですよ。だから、なんで原島聖華さんと宮城聖華さんが一緒にいて、でどちらかだけのあれになんかそこがぐちゃぐちゃで、だから妻に見せたくないのは、母親に見つけられたら困るのは顔が違うっていうか、そもそも名前だけが一緒で違うからってことでしょ。でこのセリフ、正直誰のセリフだか私今分かんなくなってきました。誰のセリフなんでしょう。一応最初は原島康生のセリフっていうことで出てきたんですよ。でもですよね、死にました、あの子はとっくに死んだんですっていうのは、そう最初から思ってたんですけど、ビジュアル開いてもらっていいですか。はい。それベビーベッドでしょ。そうですね、なのでおかしいなって思ってたんですよ。おかしいっすよね怖っはい。だからこれもしかしてそのちょっと待って、宮城あれどっちなんだ、原島聖華さんのことじゃなくないか。はい。いやでも小学校で招集されてたので、原島聖華さんは確実にその入学の年齢まで生きてるはずなんですけど、ベビーベッドで出てくるということは赤ん坊の自分におそらく亡くなってるっていうことか。じゃあ宮城聖華さんと原島聖華さんのどっちかはもしかして赤ん坊時代に亡くなっていて、それですり替わってしまってるってこと？でそれが今回失踪してしまったせいでなんか、そのだからそのもしかしたら赤ん坊の段階ですり替わってたとするなら、これお母さんのセリフかな。はい。すり替わってたとするならやっぱ、見られたら困ると、母親が見たら、でやっぱ多分すり替え提案したのはこの人かもしれないですね。おばあ様かもしれない。松田貞子さん。で彼だから彼はどっちのことなんだ。原島康生のことかな多分。っていうことかな。いやわかんない。でもでもおかしいんだよな。ちょっとなんかこれもしかしてそっか、アボロンさんの嘘を暴けるのか。はい、気になってたやつ。なるほど。先日なさった内容に事実と違う部分があることが確認できました。また来られたということはまだ解決していないようですね。普段この町で見かけない人がいたか記憶をたどってみましたが思い浮かびませんでした。実ははいそうなんです。翔太くんはあの日ここに来ていました。嘘をついたことを申し訳ありません。それほど重要なことじゃないかと思って。翔太くんはそんな子じゃないのに、あの子が疑いの目で見られるんじゃないかと心配していたんです。余計なおせっかいでご迷惑をおかけしました。すみません。翔太くんが来た時刻がそうですね3時半過ぎだったと思います。入ってきた時はいつもと同じでした。少し急いでいるようだったので理由を聞いたら早く戻らないといけないくらいしか言わなかったんです。いつものように飴を一袋頼んだので妹にあげる飴玉を買いに来たんだろうと思いました。妹が特に飴が好きなんです。口の中に入れるとおたふく風の子供みたいに膨らむやつですよ。ピンク色の飴玉。前にも言ったように翔太くん落ち着いてた子じゃないですか。ところがあんな翔太くんがあの日は不自然に飴を持ってすぐグズグズしてました。ガード下の棚の前でしゃがんで。カードの棚の前か。ごめんなさい。後でレジまで来て、飴のお金を払ってから出て行ったんですが、私と目を合わせようとはしませんでした。おかしいなと思って、翔太くんが出て行ってから確認してみたら、それがそのカードが1枚なくなってました。
あいつ今度来たら厳しく叱ってやろうと思いながらも一方でちょっとかわいそうだったというか、あの子がカードの棚の前で悩んでいた時の気持ちを想像するとね。あー。辛いな。うん。だから早く戻らなきゃいけないのは妹から目を離した時間云々とかじゃなくて、さっさと出たかっただけでしょ。万引きしたからですね。まあただ妹のために飴を買うお金をカードに本当は使いたいという子供心は理解します。もちろん万引きを強要するわけではございません、はい、が、だから多分この人は嘘をついたんですよね、翔太君を守るために。そうですね。だからアポロン文具店さんやっぱり善意の人間なんですけど、その人の優しさゆえにまたすごい話がややこしくなってしまったのか、余計に翔太君を苦しめる結果になっているのは間違いないんですよ。ただアポロン文房具さんの供述っていうか陳述がここで終わらないと、この先までまだあるんだったらちょっとまた余計に悪質さが増すので、どうかこの善意の人のままで終わってほしい。そうですね。お願いします。はい。いやー、そういうことか。そして風花さん、このゲームなんか、あれですかね、もしかしてこのマップを完成させたらクリアなんですかね。まあマップ完成させた全てを開けた状態でってところじゃないですか。ただその分岐するのが分かんないんですよ。もしかしたら何か開けなくてもクリアできちゃうのかもしれないけど、なんかそれからなんか真実をこう謎を解体するとき、都市伝説を解体するときみたいにそう解体、でみんな大好き解体ですよ、はい、あれをねする感じでワードを選ぶのであれば、それでどういう結末に持っていくかによってエンディングが変わるとかかもしれないけど、どうなんだろうな。はい。でもちょっと待ってということで、なんかそのなんかマスターの時代マスターの方が良ければ相関図を作りますということを言ってらっしゃるんですけど、助かります。ありがとうございます。もしかしてそれがあった上で来週とかクリアした方がいいのかなと今ちょっと思って、今もう3時間ぐらい経ったので、まあ多分我々来週まで記憶が持ってる、私来週まで記憶が持つ自信がないんですけど、はい、でも多分ねもうちょっとかかるかな。そうですね。はい。ということでですね、大変、複雑なゲームだったんですけど、未解決事件は終わらせないといけないからいかがでしたでしょうか。はい。つうことでですね、ちょっとやっぱりまあ児童に対する虐待ですよね、これは。まあ虐待などもからちょっと辛い内容だったんですけれども、はい、まあそのことも気をつけた上でですね、子供の人権は人権なので守らなくてはいけません。まあそのことを主張しつつ、ちょっと頑張って、翔太くんを助けるエンディングの方に、突き進んでいきたいと思います。はい。ということで、めちゃめちゃ楽しかったで終わらせてありがとうございます。いやでも終わらせなきゃいけないですね、これ。いや、真面目に無理しなくていいですよ。無理しなくていいですけど、よかったらね、ください。人物相関図を。そうですね。ただ、烏丸さんに画面のどこかに配置していただくので。そうですね。で、常に見えるように。で、私もいただいた画像を見ながら。ね、はい。ちょっとね、そうですね。ミステリーはちゃんとやっぱ状況が分かって考える方が楽しいので、そうですね。あまりにもちょっとまあ大体見えてきましたけど、まあおそらく2人の聖火ちゃんがいて、まあそれがなんかすごく不幸な形で絡んでいる事件だということは分かったんですけど、ただ証拠がやっぱりないし、誰が犯人なのかも全然分からないですね。みんな嘘ついてるように見えるし、はい。っていう状況ですので、まあ次もですね、なんとか真犯人を解き明かさないとおそらくクリアにならないと思いますので、頑張っていきたいと思います。はい。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録引き続きよろしくお願いします。お願いいたします。はい。皆さんもですね、私もちょっとご心配かけちゃったんですけど、来週は頑張って時事雑談とかもしていこうと思いますので、よかったらですね、ご体に気をつけて、暑さなどにもですね、対策ちゃんとしてください。よろしくお願いします。はい。ということで、本日もお疲らすでした。お
お疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。